なんてことこの裏切り者。企ん女。私の息子と離婚しなさい。金切り声で叫ぶ義母は、息子と夫を赤の他人同士と決めつけ、私をなじってくる。何を言っても信じてもらえない上に、夫と引き離そうとするなんて。でも私は絶対に負けない。私と息子を陥れようとする人に簡単に負けたりするもんですか。私は萌え、45歳のパート兼主婦。夫の健太郎とは20年と少し前に新卒で入社した会社で出会った。健太郎は穏やかで優しい人柄で付き合ってすぐに結婚。一人息子の龍二が生まれてからも夫は常に優しく家族ファーストだった。龍二も19歳になり大学に進学した。我が子も元気で家族仲も良好。この上なく幸せのはずなんだけど。萌えさん来たわよ。なーにまた龍二は留守なの？けたたましい声を上げて我が家に乗り込んできたのは健太郎の母親。つまり私の義母だ。今年70歳になった義母は来るなり我が家のダイニングにドカッと座った。お母さん、龍二は大学から直接アルバイトに行ったんですよ。帰ってくるのは夜です。私がたじたじと返事をすると義母はふんと鼻で笑った。男の子はこれだから。やっぱり孫は女の子に限るわ。家に着かない19歳の男なんて可愛くもなんともないものね。それに比べて女の子の孫はね。その後は女の子の孫がどれほど可愛いか永遠と終わらない演説を聞かされる。いつものパターンだ。夫には弟が一人いて、その弟のところに龍二と同い年の娘がいるのだ。龍二のいとこにあたるその子は確かに素直で可愛いけど、龍二はダメね。男だから気が利かないし優しさもない。産んだあなたも昔じゃないんだから男を産んだんだって調子に乗っちゃダメよ。今は女の子ママの方が勝ち組なんだから。それなら男兄弟の母親である義母はどうなのか。そう問いたいけどあまり真剣に答えてはいけないということを学習済み。そうですか。気をつけますね。適当に返事をして義母の気が済むのを待つしか手がないのだ。我が子を悪しきように言われるのはものすごく腹が立つけど。以前私が反発した際、ブチ切れた義母が私にも罵詈雑言をぶつけてきた。それを知った夫も応戦して親子の縁を切る、切らないの大騒動となったのだ。まさか私が息子の悪口を言わないでくださいと物申しただけでこんな大事になるとは思わず大慌てで謝り、なんとか関係をこじらせずに今に至る。夫の健太郎は、今度お袋が何か言ってきたらその時は許さない。と言っているけど、私はそう簡単に親子の縁を立たせるわけにもいかないと思っていた。だから、義母の気の済むまで、その口から流れ出る嫌味を流し聞きするしかないと腹をくくっているのだ。はあ、やれやれ。ここまで親切にアドバイスしてあげても、龍二を夜遅くまでふらふら出歩かせて、外で悪さなんかしてきても、見ないふりをしてるダメ母を続けるんでしょ？まったく。ああ、そうですかね。萌えさんは手応えがないったら、やっぱり話し相手にするなら女の子ママの次男嫁がいいわね。じゃあ、そういうことだから。これも義母のいつもの締めくくり。私よりも夫の弟の奥さんが優れていると褒めて、やっと仲たらしい演説の終わりだ。そんなに向こうのお嫁さんがいいなら、週に2回も3回もうちに突撃してこないでよ。私は嫌味を言いまくってご機嫌で帰る義母の背中に低い声で不満をつぶやいたのだった。さて、そんな女の子の孫をひいきする義母を何とかあしらい、表面上は義実家と平和な関係を築いていたある日のこと。萌え、母さんが週末フィットネス用品を買いたいから買い物に付き合ってくれって言ってるんだけど。え？フィットネス用品？ああ、
なんか家の中で運動したいらしい。だけど、重いから荷物持ちをしろだってさ。父さんにでも頼めばいいのに。宅配にしろって断ろうか？断ったら断ったで後々面倒なことになりそうな。お母さんなるべくお父さんに頼りたくないみたいだし。だけど週末は私パートがあって。俺もこの週末は仕事を入れてしまって。予定を変更するか？私たち夫婦が話し合いをしていると、息子の龍二が突然顔を出した。俺がおばあちゃんの買い物に付き合おうか？龍二、いいの？義母が男孫より女孫をひいきしていることは、龍二もすでに知っていることだ。だけど、気のいい私たちの息子はにっこりとうなずいた。おばあちゃんのわがままを断って機嫌損ねると面倒なのは俺も知ってるし、父さんと母さんは仕事あるんでしょ？俺は今週末バイト入れてないし大丈夫だよ。なんていい子なのだろう。我が子が優しく育ってくれた事実に胸がいっぱいになる。ありがとうな、龍二。買い物が終わったらすぐ撤収していいから。父さんから先に小遣い渡しとくな。帰りに何か美味しいものでも食べて帰ってこい。やったー！ラッキー！ありがとうお父さん！健太郎と龍二のやりとりを微笑ましく見つめる。この時の私は義母の買い物の予定が無事に終わると信じきっていた。やれやれ、やっと休憩の時間。そろそろ龍二も解放された頃ね。スーパーのレジパートの休憩前、私は壁にかかった時計を見上げた。朝、義母の運転する車の助手席に乗った龍二も、そろそろ昼ご飯を食べている頃だ。健太郎の渡したお小遣いで何を食べているのか、他愛もない想像をしながら、私はロッカーから自分のバッグを取り出した。すると、ちょうどスマホが着信を告げる。慌ててみると義母からだ。どうやらしばらく前から大量に着信を残していたらしい。私が出ると、やっと出たと怒りの声を上げた。萌えさん、どうして電話にもさっさと出られないの？いや、私パートで、お母さん何かありました？義母の機嫌が悪いのはいつものこと。私は深く考えず、要件を尋ねると、義母は憤慨しながらとんでもないことを喋り出した。それがね、買い物に向かう途中、車で電信柱にぶつかって、今検査を終えたところなのよ。事故を起こしたってことですか？龍二は？驚いた私が尋ねると、義母はめんどくさそうにため息をついた。今いろいろ検査してて、龍二のせいで時間食ってるのよ。車は運転できないし。萌えさん、今すぐ迎えに来てちょうだい。怒る義母は病院名だけ伝えると、一方的に電話を切ってしまった。一方私は、息子が事故に巻き込まれて、今の状態もわからない。言われなくても、義母のいる病院に飛んでいかなければ。私は、流行る心臓を抑えて、店長に事情を話し、パートを早退。龍二と義母のいるという病院へ飛んで行ったのだった。病院に到着すると、私はすぐに受付で事情を話し、外科で検査を受けているはずの龍二のところへ向かった。あ、母さん。私の心配は杞憂で、龍二は顔色も良く、私が待合のソファーに駆け寄っていくと手を振って笑った。龍二、大丈夫なの？心配かけてごめん。腕を怪我して処置してもらったけど、今日はもう帰れるって。腕を？帰れるならいいけど、痛み止めやなんか処方されてるのかしら。状況をすべて把握しきれない私が龍二を心配していると、龍二の隣から大げさなため息が聞こえる。やれやれ。成人間近の息子に過保護すぎるわね。そんなんだからちょっとした事故で怪我するような軟弱男に育つのよ。お母さん。龍二の隣にはあからさまに不機嫌そうな義母が座っている。事故を起こした張本人は怪我一つないようで、待合のソファーに足を組んでふんぞり返っていた。大した怪我でもないのに、龍二の検査や処置が長すぎるのよ。買い物もできないし無駄に疲れちゃったわ。義母は謝るどころか、こんな時にまで嫌味を言ってくる。
さすがの私もブチギレそうだ。私が唇を震わせ、お母さん、とつぶやくと、リュウジが、あと明るい声を出した。そういえばさっきいろいろ検査された時に言われたんだけど、俺、かなり珍しい血液型だったみたいでさ、AB 型の RH-。母さん知ってた？そうなの？小さい頃に調べたっきりだったから、AB 型なのは知ってたけど忘れてたわね。怪我をしたのに、リュウジはこの場所で私が義母に反論するのを止めようと思ったのだろう。とっさに話題を変えた我が子のけなげさに、私はすぐ自分の大人げなさを恥じる。確かに病院の待合で義母と言い合いをするわけにはいかない。そう思って、なるべく明るい声で息子に返事をしたのに、忘れてたわね、じゃないわよ、この裏切り者。義母は突然、般若の形相で叫んだ。裏切り者？そうよ、萌さん、あなたやっぱりろくでもない嫁ね。やっと尻尾を掴んだわ。リュウジともども私たち家族の前から消えなさい。消えなさいって、急にどうしたんですか？頭でも打ったんです？義母も検査はしただろうけど、もしかしたら事故から遅れて脳に異常をきたしているのかもしれない。そう思うほどのヒステリーっぷりに驚いた私に、義母は人差し指を突き立て、恐ろしい剣幕で迫ってきた。しらばっくれないで。ごまかせると思ったら大間違いよ。健太郎の血液型知ってるでしょ？健太郎の血液型？夫の血液型は、確か結婚する前に聞いたような気もする。何せとても健康な人で、幸運なことに今まで大きな怪我もなく過ごしてきたから、そのまま思い出すこともなく来たけど、私が考え込むと、義母は焦ったように叫んだ。健太郎の血液型は O 型なの。AB 型の息子なんて生まれるはずがないのよ。義母の大絶叫に、私は頭をガーンと殴られたようになって固まった。俺？私の隣では、リュウジも困惑している。この企む女、非常識の裏切り者。大声で騒ぎ出した義母に、周りの人も驚いている。病院のスタッフの人も飛んできて注意されるほどだ。このまま騒がせ続けたら、警備員も呼ばれるかもしれない。とにかく家に帰りましょう。話は家でゆっくり聞きますから。努めて冷静に話した私を、義母はまだ興奮した様子で笑った。企んがバレて内心焦ってるくせに、いけしゃしゃと話を聞きますだ？まったく、こんな怖い女が20年もうちの息子のそばにいたなんてね。わめき続ける義母を、半ば強制的に私とリュウジで車まで引っ張っていく。その間も、私の頭の中は、血液型の謎がぐるぐる渦巻いて、家に着く頃にはぐったりと疲れていた。自宅では、私が事前に連絡を入れておいた健太郎が心配そうな顔で出迎えてくれた。リュウジ、大丈夫か？ただいま、父さん。ちょっと怪我しただけだから体は大丈夫なんだけど。リュウジが不安そうに義母を振り返ると、義母は私を押しのけて夫に駆け寄った。健太郎、かわいそうに、あなたずっとこの女に騙されて他人の子を育てさせられてたのよ。は？他人の子？何の話だ？息子を心配して仕事を無理にでも切り上げ帰ってきたと思ったら、母親からいきなり同情された夫は目を白黒させて私に助けを求めた。それが、私にもよくわからないことになってて、話題が話題なだけにゆっくり説明しようとすると、義母は私を睨みつける。ごまかそうとするんじゃないわよ、健太郎。あなたはこの女に騙されてるの。企む女よ、企む女。企？どういうことだよ。健太郎、あなたの血液型は O 型よね。私とお父さんが O 型だから、あなたも O 型でそれは間違いないのよ。それで、萌さん、あなたの血液型は？A 型ですけど。嫌みったらしく質問してくる義母に答えると、義母は次にリュウジに顔を向けた。それで、リュウジは？AB 型だった。
それは、本当なのか？驚いた健太郎が確認すると、龍二は神妙にうなずく。うん。病院で AB 型の RH- っていう珍しい方なんだって言われた。本当なのかな？父さんと母さんの血液型は間違いないの？どっちかが間違えてて。間違えてるわけないでしょ？現実を受け入れなさいよ、この寄生虫。龍二に向かって突然義母が叫んだ。この後に及んでずうずうしいのよ。母親が母親なだけあるわね。血のつながりがないことが証明されたのに父さんなんて呼んで。ちょっと待ってください。今日の結果だけで血のつながりがないなんて。もっと詳しく検査をしてからそういう暴言を吐いてください。私が龍二をかばって怒ると、義母はさらにキーキーと騒ぎ出した。自分の過去の罪が暴かれそうになって必死なのね。信じられないわ。桜女は保身のためなら何でもやるのね。私の息子を傷つけておいて何が検査よ。19年分の慰謝料よこしなさい。3000万円。3000万って、ちょっとお母さん。お母さんなんて呼ばないでよ、汚らわしい。健太郎、こんな女とはすぐにでも離婚しなさい。うちに帰ってきてお母さんたちと暮らすのよ。私を怒鳴りつけ、健太郎の腕を掴んで、反強制的に私たち家族を引き離そうとする義母。その義母の言うことを苦しそうな顔をして聞いていた夫は、しばらく沈黙した後、長いため息をついた。おふくろ、家まで送るよ。苦々しい声を出した夫に、私は一抹の不安を覚える。健太郎、まさか。ありがとう、健太郎。そのまま今日はうちに泊まりなさい。なんなら今日から別居してもいいのよ。企ん女と赤の他人の息子は今日限りできっぱりと捨ててやりなさい。高笑いせんばかりの義母に無言で首を横に振ると、夫はそのまま義母と共に家を出て行ってしまった。母さん、まさか俺、父さんの子供じゃないの？泣きそうな龍二に聞かれて、私は強く首を振った。いいえ、龍二は間違いなく父さんの子供よ。あなたには誰よりも信じていてほしい。油断すると涙が出そうになる私の必死の訴えに、龍二もまっすぐな目でうなずいた。わかった。絶対に母さんを信じるよ。だけど、父さんはもしかしてこのまま帰ってこないつもりなのかな？お父さんは私を一方的に疑ったりなんかしないわ。きっと。そう自分に言い聞かせるようにつぶやきながら、私は夫が出て行ったドアを見つめた。その夜、私のスマホがメールを受信した。相手は健太郎からだ。慌ててメールを開くと、今夜は実家に泊まる旨が書かれていた。そんな、やっぱり龍二が我が子じゃないと思って。胸がヒヤリとした瞬間、すぐにもう一通のメールが送られてきた。それを読んだ私の心から混乱と悲しみが蒸発し、ふつふつと怒りに変わっていく。そこには義母の犯した最低な行いが書かれていたのだ。散々私と龍二を見下してきたくせに、絶対に許せない。絶対に報いを受けさせてみせる。そう決意した私は、夫と共に義母の悪事を暴くべく、龍二と情報を共有して作戦を練るのだった。義母が龍二を乗せた車で事故を起こしてからおよそ2週間後、私と龍二は夫の実家を訪れた。健太郎は結局、義母を送り届けると、そのまま実家に連泊することになった。そのことが愉快でたまらないのか、訪ねた私と息子を、義母は危機として出迎える。あら、裏切り者と寄生虫さん、ようこそ。今日は無様にうちの息子に捨てられに来たのね。ワクワクしているようにも見える義母に、私は会釈だけ返して、夫の実家にお邪魔した。今日は話し合いがあるからと、前もって義父と義母にも同席をお願いしておいたのだ。義母は私と健太郎が離婚するための話し合いだと思っているのだろう。鼻歌混じりで私と龍二を招いたリビングには、すでに夫と義父がいて、神妙な顔をしていた。今日は大事な話があると聞いていたが、まさか萌さん、本当に龍二は健太郎の子じゃないのか？違うんだ父さん。
お袋からいろいろ吹き込まれているかもしれないんだけど、俺と萌え、それから龍二のことを信じてほしい。ハラハラしていただろう義父が唇を切ると、隣に座っていた健太郎が私たち親子にかかっていた疑惑を胃の一番に否定した。それが気に食わなかったらしい義母は眉を潜め口を尖らせる。ちょっと健太郎、まだこの女に情けがあるの？いい加減目を覚ましなさい。いや、情けがあるとかないとかじゃないんだ。事実、俺と龍二は親子なんだ。ふざけないで。萌さんに何を言われたか知らないけど、血液型が合わないのよ。あなたは O 型で、萌さんは A 型。その間に生まれた龍二が AB 型なのはおかしいでしょうが。切れた義母が叫びながらテーブルを叩いた。その義母の剣幕に驚いた義父は、努めて冷静に口を開く。龍二の AB 型の方が珍しいものだということも聞いたよ。まさか病院が検査ミスをすることもないだろう。一体どうして血液型が合わないのか。それは私から説明させてください。私は持ってきた書類をすっとテーブルの上に滑らせながら出した。説明って何よ？その書類は何？焦る義母をまっすぐに見据えながら、私は手元にある書類の内容を淡々と説明する。これは2週間前に私と龍二、それから健太郎さんの血液型を検査したものです。え？義母の顔色がさっと変わる。なんで健太郎まで？あからさまに動揺する義母を放り、私は説明を続けた。私は間違いなく A 型でした。そして龍二は AB 型。珍しい RH- というのも間違いありませんでした。ほら見なさい。O 型の健太郎との間に生まれるはずのない方なのよ。ごちゃごちゃ言っててもごまかせないわよ。自分の過去の行為をいい加減認めなさい。金切り声でごまかそうとしているのはお母さんの方ですよね。これ、健太郎の血液型の検査結果です。はっきりと B 型と書いてあります。義母は引きつった声を出して固まった。その横で義父が怪げな顔をしてうなる。健太郎の血液型が B 型？はい。間違いなく B 型です。私が緊張した声で告げると、健太郎が苦しそうに続きを引き取った。父さん、俺と龍二の遺伝子検査もきちんとしたんだ。結果、間違いなく親子だということが証明された。一緒に俺と父さんの遺伝子検査もしたんだ。ああ、もしかして、うちに帰ってきたばかりの頃、急に口の中を綿棒ですらせてくれと言ってきたやつか？うん。あの時は何も聞かずに協力してくれてありがとう。そりゃあ、健太郎があまりに深刻な顔をしてたから、母さんから龍二の血が繋がってないんだと散々聞かされていたし、その関係かと。まさか俺と健太郎の遺伝子検査をするつもりだったなんて。それで、結果は？義父は聞きたいような、聞きたくないようなという顔で、それでも健太郎が取り出した書類を凝視した。検査の結果、俺と父さんの血のつながりは証明されなかった。赤の他人ということになる。そんな。義父の顔から血の気がザーッと引いたけど、それよりも青い顔をしているのは義母だ。私は口をつぐみ続ける義母を睨む。お母さん、一体どういうことですか？私と龍二を散々裏切り者だの、寄生虫だの言ってくれましたよね。私は怒りのあまり、声と手が震えていた。そんな私に向かって、義母は唇を歪ませて笑った。そんな検査が何なのよ。健太郎は間違いなく私の子だし、私たち家族はずっとうまくやってきたから、何の問題も、ないわけないだろう。激高したのは義父だ。青かった顔を真っ赤にして震えている義父を見ると、心が痛んで泣けてくる。普段からのわがまま買っても、息子たちを立派に育ててくれたからと許せたものの、それ以前の問題じゃないか。しかも何の罪もない萌さんと龍二に自分のしたやましいことをなすりつけようと。違うってば、本当に出来心だったの。だってまだ若かったし。
昔のことじゃない。私を責めるのはやめてよ。ギャンギャンと叫んで顔を覆った義母に、夫の健太郎は呆れたようにため息をつき、悲しそうにつぶやいた。ずっと父さんや弟と顔が似ていないのが気になってはいたんだ。母親にというわけでもないし。父さん、いや、こう呼ぶのも申し訳ないくらいだけど、僕を育ててくれてありがとうございました。母が本当にすみません。健太郎が隣で頭を下げたことで、義父の涙腺は決壊した。そんな他人行儀にならないでくれ。健太郎は誰が何と言おうと、俺の最高の息子だよ。もちろん、萌さんも、龍二も大切な家族だ。血のつながりがなんだ。泣きに泣く義父と一緒に、夫も私も息子も、一緒に涙を流し始める。ありがとう、父さん。僕にとっての父親は父さんだけだよ。今までも、これからも。健太郎が義父の手を取って心からの言葉を伝えると、義父もしっかりとうなずいた。暖かい空気がその場を満たしたことに、義母はすっかり安堵したようだ。よかった。一件落着ね。家族って一緒に過ごした時間って言うものね。明るい声と笑顔でそんなことを言う義母がますます信じられなくなる。私は立ち上がって怒りの声を上げた。そんなことよく平気で言えますね。健太郎とお父さんの傷ついた気持ちがわからないんですか？何よ。傷ついても家族としてやっていけるんだからいいじゃない。いい加減にしてください。無神経にも程があるわ。自分が過去に托卵しておいて、その罪を私になすりつける。しかもそれ以前に散々、私と男孫である龍二を見下して、あなたは一体何がしたいのよ。私の啖呵に義母は唖然として固まった。何がしたいって。何なのよ、あなた。嫁のくせに生意気に。私に怒鳴るなんて。もう嫁のくせになんて言う資格はない。俺の妻じゃなくなるんだからな。義父が静かに伝えると、一瞬持ち直した義母の顔色は再び真っ青になった。どうして？私あなたとうまくやってきたじゃない。今更離婚なんて嫌よ。お前が息子たちの母親だと思っていたから、多少のわがままに目をつむっていただけだ。過去の裏切りをして、それでも一緒にいられるわけないだろう。ひどい。ひどいのはどっちだ。俺と結婚してから、俺の知らない男の子供を妊娠して、平気で俺の子として産む神経がわからん。義父に一括された義母は、しくしくと泣き始めた。だって、私、若くして結婚したから、まだ遊びたかったんだもの。結婚しても女なのよ。うっかり妊娠しちゃっただけなの。自分の親世代のぶりっ子はさすがにきつい。ちっとも哀れを誘わない物言いも手伝って、私の怒りのボルテージはぐんぐん上がり続けた。そんなに遊びたかったなら、結婚しなければよかったじゃないですか。はぁ。こんな人に毎度嫌味を言われ続けていたなんて。うるさいわね。バレなきゃ何も問題なかったのに。現に萌さんが勝手に健太郎の血液型を調べるまで平和だったんだから。まだそんなことを。私たちの大切な息子を事故に巻き込んでおいて、謝罪もないことも許せないのに。うるさーい！私の正論を遮るように、義母が気勢を上げて立ち上がった。萌さん、あなたそもそも存在がムカつくのよ。私と同じように早々に結婚したくせに、毎日健太郎や龍二と楽しそうに暮らして、嫁のくせに私より楽しそうな家庭を築くんじゃない。義母は涙を流しながらも、私を肉々しそうに睨みつける。なんて理不尽な八つ当たり。私が絶句すると、健太郎は頬の涙を拭って諦めたように笑った。わかってたことだけど、お袋は本当に自分しか愛せない人なんだな。そうね。確かに愛情を与える印象は全くないわね。おとなしく座っていた龍二も心底軽蔑した目で義母を見る。放っておくと孫からも搾取しようとするからね。義母は顔を真っ赤にしてうつむく。別に私は、若い頃は夫にも子供にも尽くしてきたんだから、今ちょっとくらい自由にしててもいいじゃない。
まだぐちぐちと自己主張を続ける自分の妻に嫌気がさしたのか、義父はうんざりと義母を見つめた。いや、お前は結婚当初からあれ買えこれ買えってうるさかった上に、何かあると家庭に縛り付けられてるだなんだって叫んで、遊びに出かけて家には戻らない。今考えると、なんでこの年まで連れ添えたのかわからん。はっとなった義父は、急にすっきりした顔になって、義母をせき立て始めた。昔のことはもう苦悶にするから、その代わり一刻も早くこの家から出て行ってくれ。何よ、そんな急に言われても無理よ、人でなし。お前がやったことに比べれば可愛いもんだ。さあ、訴えられたくなければさっさとこの家から出て行け。いやよ。背中を押して追い出そうとする義父に義母は激しく抵抗する。しかし、力を緩めない義父に彼が本気だということを感じ取ったのだろう。一瞬真顔に戻ると突然ぐるりと首を回した。今まで私に向けられたことのない慣れ慣れしい笑顔がこちらを見る。萌さん、ひどいこと言っちゃってごめんね。私が悪かったわ。はあ。お詫びに萌さんに尽くしたいの。だから、しばらくあなたたちの家にお邪魔していいわよね。こう見えて私、掃除とか得意なのよ。うわぁ。ウサイン・ボルトも驚く速さの手のひら返し。私は嫌悪感を隠すこともなく冷たい声を返した。結構です。お父さんが離婚するなら、我が家もあなたと他人になります。ねえ、健太郎さん。ああ、そうだな。僕ももう母親とは思わない。僕の親はお父さんだけだ。一応、血のつながりのある息子にもきっぱりと見限られた義母は、今度はターゲットを龍二に変える。龍二、怪我させてごめんね。いいよ。男の孫なんて可愛くないんでしょ。もう二度とおばあちゃんには関わらないから謝らないで。龍二がいつものほがらかさで拒絶すると、義母は簡単に哀れそうな表情を脱ぎ捨てて真っ赤になり、両目をつり上げた。いいわよ。可愛い女孫がいる次男のところに行きますからね。あんたたちなんて家族じゃない。豪快に言い捨てた義母は、そのまま嵐のように家を出ていく。私たちはその図太さに呆れ、お互いに顔を見合わせて失笑したのだった。さて、義母による弟夫婦に養ってもらうという目論みは、当たり前だがあっさりと破られた。一つは、義母の昔の過ちにより、義父と健太郎が深く傷つくことになったという事実をいち早く伝えてあったから。それともう一つ、弟夫婦が義母を拒否した理由がある。なんと義母は、あれだけ私と龍二に可愛いと伝えていた弟夫婦のところの一人娘も、普段から徹底的にこき下ろしていたらしい。もちろん、健太郎の妻である私に言っていた嫌味も、健太郎の弟の奥さんに同じようにぶつけていたそう。つまり義母は、自分が幸せだと感じられなかった夫婦生活を、幸せそうに送る息子たちの嫁二人が憎かったというわけだ。まあ、夫婦生活を幸せだと感じられなかったのは 100% 義母の責任。自分しか愛せない。人を攻撃することでしか幸せを感じられない義母は、家族全員に見捨てられて天涯孤独になってしまった。義父は、健太郎を托卵したことについては、健太郎も大切な我が子だと思っているから、ということで不問にしたらしい。その代わり、離婚に際して財産分与をしないという取り決めを義母にさせた。そのため、義母は職歴がほぼない状態からパートを始める羽目になったらしい。義母は働いたことがほとんどなく、しかも本人に常識というものが全く備わっていないから、パート先で毎日こってり絞られているらしい。それでも、義父と離婚する前の何不自由ない生活にはほど遠く、ボロいアパートで着るもの、食べるものにも困り、孤独に泣き暮らしているとか。もちろん私は彼女に同情する気になんて一切ならない。だって、義父と健太郎に与えた苦しみに比べたらまだまだ甘いと思うから。義父はというと、離婚直後は健太郎と血がつながっていなかった事実に落ち込み、不信感でいっぱいになっていた。けれど、健太郎や弟、もちろん、私と龍二も含めた家族全員で見守り、励まし続けた。
その甲斐あって、義父は笑顔も活気も取り戻して、最近では孫二人と出かけることを何よりの生きがいにしている。健太郎も義父のことは本当の父親として尊敬しているし、これからも末永く元気でいてほしい。私たち家族3人は今回の一件で少し意識が変わった。というのも、龍二が珍しい血液型だと判明したことで、定期的に自己輸血と献血に通うようになった。私と夫もそんな息子に触発されて献血を習慣づけるようになった。もちろん無理にするものではないから自分の体調と相談してたけど、自分のできる社会貢献と思ってなるべく多く通いたいと家族みんなで健康に気を使うようになった。家族で共通の目標があるとますます会話も増えていくから、これは思わぬ副産物だ。義母のしでかしたことで健太郎と義父は深く傷ついたけど、結果的に義父を含む家族全員の絆は深まった。家族は血のつながりだけではなく、お互いを思いやりながら生活していく過程で作り上げていく関係性なんだと、今日も夫や息子の笑顔を見ながらしみじみと感じている。私はひなこ。現在54歳。ご縁がなくアラフィフ独身だ。これは今から20年以上前、4歳年上の兄が結婚した時から始まる家族のお話。美人だけど性格が最悪の義理の姉は想像以上にとんでもない女だった。当時の私は30歳を過ぎて独身だったが焦るわけでもなく、母と2人で誠という居酒屋を経営して気楽な感じで毎日過ごしていた。店は夕食と晩酌代わりに毎日のように来店してくれる古くからのお客さんも多く、美人親子の経営するお袋の味のお店としてなかなか評判が良かった。お袋の味は本当だけど、美人親子はちょっと盛りすぎかな。幼い頃に父を亡くし、母は居酒屋を経営しながら女手一つで私と4歳上の兄を育ててくれた。ちなみに居酒屋の店名の誠は父の名前だ。愛だなぁと思う。私と違って優秀な兄は奨学金で大学に通い、難関と言われた司法試験にも難なく合格し弁護士になった。特に優秀でもなかった私は進学せずに調理師専門学校に行き、3年間洋食店で働いた後、母の居酒屋を手伝うことにした。それ以来ずっと居酒屋の看板娘だ。気心の知れた常連客さんからは、ここの看板も古くなったなぁ、なんて言われるけど。兄は大手弁護士事務所で経験を積んだ後、35歳の時に独立して自分の弁護士事務所を開設した。小さな事務所だが、兄の人柄もあって、顧客の評判はかなり良かった。大手弁護士事務所時代の後輩で、当時から兄を慕っていた山田くんは、半ば押しかけ右腕という感じで、兄の事務所で働くことになった。大手事務所みたいな給料払えないぞ、と兄は言ったようだが、給料よりやりがいっすよ、と山田くんは張り切っていた。ひょうきんで明るい山田くんだが仕事はできる。実際数年で大手事務所時代よりも高級取りになったようだ。うちの居酒屋にもよく足を運んでくれて、私と同い年ということもあり、ひなちゃん、山田くんと呼び合う仲だ。兄が大手弁護士事務所時代の上司に独立の相談をしたとき、一国一城の主になるのだからと結婚を勧められた。しかもご丁寧に、遠縁の娘さんを紹介してくれたのだ。それが義士の翔子さんだ。翔子さんは当時29歳。兄の6歳下。私の2つ下の派手な顔立ちの気の強そうな美人で、こう言ってはなんだが、真面目で優しく勉強一筋だった兄は、妹の私から見てもかなり奥手で、百戦錬磨な雰囲気を持つ翔子さんがリードする形で結婚することになった。美人さんだし、たけしにはあれくらい気が強いお嫁さんの方がいいんじゃないかしら。母はそう言ったが、私は初対面の時からこの義士にいい印象は持てなかった。
兄が翔子さんを紹介するために母と私の店に来たとき、あからさまにこちらを見下す態度を取ったからだ。作業着を着た常連客を冷たい目で眺め、ずいぶん庶民的なお店なのね。馬鹿にしたようにそう言って、母と私の手料理にもほとんど手をつけなかった。これでいい印象が持てるはずがない。兄の事務所開設と結婚が同時期だったので、結婚披露宴と事務所のオープン祝いを同時に行ったのだが、翔子さんはこれが大いに不満だったようだ。別々にパーティーを開けばいいじゃないの。こんなのせこくて恥ずかしいわ。と最後まで反対していた。もともと結婚式なんて恥ずかしいというタイプの兄にしては、かなり譲歩して頑張っていたのだが、兄の弁護士事務所の名称は、誠弁護士事務所に決まった。もともとは誠弁護士事務所にするつもりだったのだが、翔子さんがダサすぎると反対してローマ字表記になった。誠は亡き父の名前である。この名称を兄から聞いたとき、母がこっそり涙を拭っていたのを覚えている。愛だなぁと思う。そして兄が新婚夫婦の住居を実家の近くにしたいと言ったときも一悶着あった。いやよ、なんで私があんな下町に住まなきゃいけないの？そういう翔子さんの実家は千葉の山の近くなのだ。多分だけど、弁護士と結婚して港区とかのタワーマンションに住みたかったのかもしれない。よく言えば上昇志向が強いと言えるが、ただの見えっ張りだ。あら、もったいない。独立したばかりで何かとお金もかかるだろうし、お嫁さんと二人で居酒屋の2階で一緒に暮らしてもいいわよ。と、母が言い出したものだから、翔子さんも慌てて下町のマンション暮らしを受け入れることにしたようだ。無論母は本気ではなかった。実際、小さな居酒屋の2階は、大人が4人で暮らすには狭すぎるのだ。ああ言えば引き下がると思ったのよ。そう言って母は笑った。結局兄夫婦は母と私の居酒屋から徒歩7分程度の新築分譲マンションで暮らし始めた。新築 3LDK なんて私からしたらすごい贅沢だと思った。翌年には娘が生まれ、私も晴れておばさんになった。姪っ子のリナは父親と母親のいいとこ取りの利発で可愛い女の子だった。控えめで優しく思いやりがあるところも兄に似てよかったと思う。翔子さんほどはっきりした美人ではないが、笑顔がたけしとひなこにそっくりで可愛いわね。あなたたちの子供の頃を思い出すわ。と母に言われて、兄も私もついニタニタしてしまった。兄も母も、ついでに山田くんも、リナを大層可愛がったが、母親である翔子さんは、男の子の方が良かったわ。女の子って好きじゃないのよね。などと言い、出産後に崩れてしまった体型を修復することに熱心だった。周囲が娘を可愛がれば可愛がるほど不機嫌な顔をする。世の中には自分が一番注目されていないと気が済まないタイプの女性がいるが、翔子さんはそういうタイプだった。年を追うごとに可愛く美しく成長していく娘に比べ、30代になって徐々に衰えていく自分が許せないようで、ちょくちょく美容整形外科に通い、シミ取りやシワ取りをするようになった。わかんないなぁ。そんなことしなくても十分美人だと思うけど、性格はともかく。私がそう言うと母は、綺麗な人の方が気になるんじゃないの？ここをこうすればもっと美人なのにとか思うのよ。でも年取ると性格が顔に出るからね。そう言って笑った。私みたいな中の下レベルの女は最初から整形なんかしても無駄だと思ってする気にもならないってこと？ちょっとひねくれた言い方をしてしまったが、あら、ひなこの目尻のシワはとてもチャーミングよ。それに中の下じゃなくて中の中くらいだと思うわ。母の褒めてるんだかけなしてるんだかわからない意見に思わず笑ってしまう。笑いじわどんと恋だ。実際いつも人を見下して愛想笑いもしない翔子さんの顔は剣が出ていかにも性格の悪そうな顔つきになってきたと思う。姪っ子のリナは小学校高学年ぐらいになると学校帰りにうちの居酒屋に来て開店前のカウンターで宿題をしたり私の作った手作りおやつを食べたり仕込み作業を興味津々で眺めたりするようになった。
帰ってもママいないし、ここにいた方が楽しいから。とリナが言う。どうやら翔子さんは買い物だ、ランチだ、ヨガ教室だと日中気ままに出歩いているらしい。兄の稼ぎで好き放題だ。リナが中学生になった頃には、兄とリナが家で夕食をとることが増えた。リナは学校からマンションには帰らず家に来て過ごし、仕事を終えた兄が迎えに来て、一緒に夕食を食べて帰るのだ。翔子さんは何してるの？仕事もしてないのに夕食も作らないなんて。声を荒げてそう言ったこともある。私はどうしても翔子さんをお姉さんと呼びたくなくてずっと名前で呼んでいた。いいの。だってママのご飯美味しくないし。リナがきっぱりとそう言った。兄は苦笑していた。あの人、妻としても母としてもダメダメじゃない。お兄ちゃんはそれでいいの？子供の前で言うことではないが我慢できなかった。いやー、僕は彼女がリナを産んでくれただけで感謝してるよ。そう言って娘の頭を撫でた。私はため息をついた。父と娘の関係は良好のようだし、兄がこんな感じでは私の出る幕はないと思った。だが、不幸は前触れもなく突然訪れた。兄が急性膵炎で亡くなったのだ。48歳だった。病院に運ばれた時には、すでに手の施しようがなく、私と母が、翔子さんから知らせを受けて駆けつけた時には、混濁する意識の中で繰り返し、娘を頼むと繰り返していた。パパ、しっかりしてパパ！兄の手を握り、泣きじゃくりながら叫ぶ娘のリナ。大丈夫よ！心配しないで！泣きながらそう声をかける母と私。翔子さんは夫に声をかけるでもなく、娘のリナの肩を抱くでもなく、ただ無表情のままベッドの横に立っていた。娘のリナの手を握ったまま兄は息を引き取った。友人や知人、仕事関係者への連絡、葬儀の手配。悲しみに暮れる暇もなく、バタバタと通夜と告別式を終えた。弁護士事務所関係の連絡や兄の残した仕事は山田くんが引き継いで処理してくれた。他の社員たちも総出で手伝ってくれた。社員たちの様子を見れば、兄が社員たちと良好な関係を築いていたのがよくわかった。喪主は妻の翔子さんだが、彼女は手伝う意思を全く示さず、ただ座って悲しみに暮れる未亡人といった風情で、声をかけてくる弔問客に黙って頭を下げるだけ。隣の席に座って、唇を噛み締めて涙をこらえている娘のリナを気遣う様子も全くなかった。悲しみ方は人それぞれだし、涙を流さないから悲しんでいないとは思わないけど、それにしたって、残された娘を気遣うくらいしてもいいだろう。母親なんだから。納骨を済ませて一息ついたとき、お墓の前で母が翔子さんに言った。翔子さんもシングルマザーになってこれから大変だと思うけど、私たちも力になるから困ったことがあったら何でも言ってね。息子を、兄を、夫を亡くした悲しみは共通だろうと思っていた。もちろん私だって力になるつもりでいた。何よりリナをしっかり育てていかなければいけない。兄に頼まれたからだけではない。私にとっても可愛い姪っ子なのだ。翔子さんは母の言葉に返事もしなかった。兄の弁護士事務所は山田くんがそのまま後を引き継いでくれることになった。他の所属弁護士さんや従業員もそれを望んだし、クライアントへ迷惑をかけるわけにいかないと、山田くんは、代表なんて柄じゃないけど、誠心誠意頑張らせていただきます。と引き受けてくれた。誠弁護士事務所の看板はそのままだ。兄は生前。もしも自分に万一のことがあったら、事務所のことは山田に頼む。娘が大学を卒業するまでは生活費や学費を毎月支払ってほしい。と言っていたそうだ。まさか自分が突然亡くなることを予想していたのではないだろうけど、あの時はまさかこんなことになるなんて思ってなかったです。山田くんが涙を浮かべてつぶやいた。兄と山田くんはまるで兄弟のように仲が良かった。
温和でおとなしい兄と明るく活発な山田くんがお互いにフォローし合って事務所もうまく回っていたのだと思う。僕が代表なんてやっていけるのかな。ちょっと心細そうに山田くんが笑うとリナが言った。私、たくさん勉強して弁護士になる。そしたらお父さんの事務所で働くから、それまで待っててください。まさか、13歳になったばかりの姪っ子のリナがそんなことを考えていたとは夢にも思わず、私も母もびっくりしてしまった。これは頼もしい。うん、わかった。リナちゃんが弁護士になるまで事務所を潰さないように頑張るよ。山田くんがそう言ってリナと握手した。将来を決めるには早すぎると思ったが、実際リナは驚くほど成績が良く、本人が目標を持って努力すれば、兄の後を継いで立派な弁護士になれるだろう。父親を失った悲しみが、それで少しでも紛れるのならいいと思った。兄が亡くなった後も、リナはほとんど毎日のように母と私のお店に来て夕食を食べていた。ちょっと、ママはどうしてるの？夫を亡くして3ヶ月。翔子さんは仕事を探す気配もなく、家事をするでもなく、毎日遊び歩いているようだ。事務所から毎月お金が支払われるとはいえ、そんなに贅沢ができる額ではないし、何より親が毎日遊び歩いているのは子供にとって良くない。堅実な兄が残した貯金を食いつぶしているのかもしれない。ある日、なかなか捕まらない翔子さんをようやく捕まえて私は言った。私も兄も、リナよりも小さい頃に父が亡くなったわ。でも母が一生懸命働いて私たち兄弟を育ててくれた。同じようにしろとは言わないけど、もう少し子供のことを考えてもいいんじゃないの。少し声を荒げてそう言うと、翔子さんはため息をついて。好きでシングルマザーになったわけじゃないわ。シングルマザーなんてやってられないわよ。この人には話が通じないとため息が出たが、さらに驚くべきことに、その数日後、翔子さんはいなくなってしまった。おとといからママ帰ってきてない。リナからそう聞いて、私も母も驚いた。マンションに行ってみると、身の回りのもの、つまり宝石やブランド物のバッグなど、金目のものはすべて消えていた。千葉の実家にも戻っていないようで、私も母も、翔子さんの交友関係などは全く知らない。1週間経っても戻ってくる様子がなかったので、警察に捜索願いを出した。いつ戻ってくるかもわからないし、リナを一人にはしておけない。私と母は、姪っ子のリナとマンションで暮らすことにした。そんなある日、様子を見に来てくれた山田くんが神妙な面持ちで何やら書類のようなものを見せてきた。お兄さんはどうやら結構な額の死亡生命保険に入っていたみたいです。受取人は妻の翔子さんだ。問い合わせてみると、翔子さんが失踪する数日前に保険金が支払われていたことが分かった。なるほどね。保険金を全部せしめて出て行ったってことか。ひなちゃん、銀行預金は？通帳やキャッシュカードはどこ？そう山田くんに言われて探したが見つからなかった。慌てて銀行に連絡して口座からお金を引き出せないように手続きをした。兄が亡くなった後、十数万単位で何度か引き出されていたようだが、定期預金はまだそのままだったし、口座のお金も大きく減ってはいなかった。私は怒りで言葉が出てこなかった。ろくな女じゃないと思ってたけど、たけしさんが惚れちゃったみたいだし、僕が口を出すことじゃないと思ってた。でも、まさかこんな。山田くんの声が怒りで震える。自分しか可愛くないのね。子供を置いて出ていくなんて。その時、自分の部屋で勉強していた姪っ子のリナがドアを開けた。リナ！ごめん、私。こんな話を聞かせるつもりではなかった。どんな人間であれ、リナにとっては母親なのだ。そう。あの人出て行ったの。もう帰ってこないのね。リナの声は冷たかった。しかし瞳には涙が溢れている。なんで涙が出るのかわからない。悔しいんだか悲しいんだかわからない。どうしてあんな人が私のママなの？リナはそう言うと大粒の涙をポロポロとこぼした。リナ。私は思わずリナを抱きしめていった。
あんな人、リナの母親でいる資格なんてないわ。もう忘れちゃいなさい。私がママになるから。おばさん。私じゃ嫌かもしれないけど頑張るから。リナのママになってもいい？ママって呼ぶのは嫌だな。え？あの人のことを思い出すから、お母さんって呼んでもいい？リナ、もちろんだよ。リナも私も、ついでに山田くんも泣いていた。翔子さんの親権喪失申し立てや特別養子縁組などの家庭裁判所の手続きは山田くんが手を尽くしてくれた。保険金は正式な受取人が妻だからな。本人を捕まえることができれば法的措置も取れるけど、現状では難しいよ。山田くんがそう言ってため息をついた。あの人のことはもうどうでもいいわ。これからは私とリナとお母さんの3人で楽しく暮らしていくつもりだもの。兄が居酒屋の近くのマンションに決めてくれたことに感謝した。母と私とリナが3人で暮らすには十分な広さがある。居酒屋の2階に比べたらお風呂は広いし天国だわね。と、母は喜んで最新のシステムキッチンで腕を振るった。もっと偏差値の高い私立の高校に行ってもいいのよ。母も私もそう言ったが、通うのが大変だからと、リナはそこそこ近い、そこそこ偏差値の高い公立高校に進んで、誠弁護士事務所で書類整備などのアルバイトを始めた。その仕事ぶりは、パラリーガルと比べても遜色ないくらい仕事できるんだよ。と山田くんが褒めちぎることだった。兄を慕っていた他の社員たちにも可愛がられ、兄の担当した弁護の資料を読み、そこかしこに残る亡き父の痕跡は、娘のリナにとってはかけがえのないものだったのだろう。別に無理に弁護士にならなくてもいいんだからね。リナのやりたい仕事に就けばいいのよ。私はそう言ったが、こんなにやりがいのある仕事あんまりないよ。困っている人の助けになれたら嬉しいし、私この仕事をしていたパパを尊敬する。リナの弁護士になるという決意は揺るがなかった。リナは高校をほぼトップの成績で卒業し、最難関と言われる大学にも難なく合格し、なんと大学4年生の時に司法試験に合格してしまった。その後1年間の司法修習を受け、司法修習修了試験に合格。大学卒業後、晴れて誠弁護士事務所の弁護士になったのだ。事務所総出でお祝いのパーティーをしてくれた。リナのデスクには優しく微笑む亡き父の写真が飾られていた。私も母も感無量で、リナ自身も涙ぐんでいた。そして現在、兄が亡くなって10年が過ぎた。リナが立派に弁護士になって、私も母親としての務めを果たせたと思う。私は54歳になっていた。若くて美しい女性弁護士というのは話題性があるらしい。とある SNS での投稿からネットニュースなどでも話題になり、リナはちょっとした時の人になってしまった。亡き父の意志を継ぎ弁護士になった若き美貌の女性弁護士、なんて見出しをつけられて。事務所の宣伝になればいいなと思って取材を受けたんだけど、かえって迷惑だったかも。と、リナは恐縮していたが、いや、取材 OK したのは僕だし、それより嫌な思いとかしてないか？と山田くんは山田くんで心配していた。ネットで話題になれば必ずと言っていいほど嫉妬から荒探しをして叩いてくる人間もいるのだ。全然大丈夫。弁護士相手に誹謗中傷なんかしたら手痛いしっぺ返しがあるくらい大抵の人は知ってるもん。さすが現代っ子と言うべきか、リナはケロッとしていた。実際すぐに騒ぎは沈静化した。ところがこの件で思いもよらない人物が現れた。とある日曜の夕方、その日は山田くんが夕食を食べに来ることになっていたので、母とリナと私の3人でキッチンで支度をしていた。山田さんとお母さん結婚しちゃえばいいのに、私、山田さんだったらお父さんって呼んであげてもいいな。なんてリナが言い出した。山田くんか。付き合い長すぎてなんかもう兄弟みたいだからね。っていうか、呼んであげてもいいとか、一応上司なんだから。私がそう言うと、リナがペロッと舌を出して笑った。山田くんのことはもちろん好きだ。でも今更結婚なんてピンとこない。
その時チャイムが鳴った。山田くんだと思い、確認せずにドアを開けてしまったが、そこにいたのはリナの実の母親、翔子さんだった。たちの悪そうな30代と思われる男性と一緒にドアの前に立っていたが、最初誰だかわからなかった。剣はあるが美しかった顔立ちは見る影もなく崩れていて、何度も整形を繰り返した結果だということはすぐにわかった。細すぎる鼻、左右非対称の目、皮膚がたるんで実際の年齢よりもはるかに老けて見えた。翔子さん？思わず大声を上げてしまったので、母とリナも玄関にやってきた。リナ？ネットで見たわ。立派になったのね。翔子さんは今までに見たこともないような猫なで声で娘のリナに近づいた。へえ、これが翔子の娘？すげえ美人じゃん。全然似てないな。男はニヤニヤしながら下品な目つきでリナを舐め回すように見た。何よ、私が若い頃はもっと綺麗だったわよ。この後に及んで娘と張り合う翔子さんだが、ただ惨めなだけだ。どちら様ですか？表情を変えず、冷たい声でリナが言った。ちょっと、やーね、ママを忘れちゃったの？よくもそんなことを言えたものだと怒りがこみ上げてきた。私の母親は、ここにいるお母さんだけですが？私に寄り添うようにしてリナが言う。ふざけないでよ。あんたは私がお腹を痛めて産んだ娘で、ここは私のマンションよ。なんであんたたちがいるのよ。そう言って、私と母を睨みつける。あなたに親権はありませんよ。法律上も母親はひなこさんです。このマンションの名義も変更してひなこさんになっています。翔子さんたちの背後から声がした。山田くんだ。あなたが娘を置いて失踪してから10年以上も経っているんですよ。今更何を言ってるんですか？あなたには何の権利もありません。普段の山田くんとは別人だ。いわゆる仕事の顔だった。ちょっとかっこいい。だって母親なのよ。それに夫が死んだら妻に遺産が入るはずでしょ？よく言うわね。兄の生命保険を全額持ち去ったくせに、5000万はあったはずよ。使い切ったの？それで恥知らずにも、のこのことここにやってきたの？何よ。受取人は私なんだから当然でしょ？その時、リナが冷たい声で言った。育児放棄は犯罪ですよ。まあ今更あなたを訴えてどうこうしようとは思いません。むしろあのままあなたと暮らさずに済んでよかったと思ってます。ひどいわ。母親に対してなんてこと言うの？私だって大変だったのよ。今度は泣き落としだ。どこまでも最低の女。私、ずっとこんなこと言っちゃいけないと思ってた。私、あなたのことが嫌い。小さい頃からずっと嫌いだった。でも、子供が母親を嫌うなんていけないことだと思ってたの。リナの声が震えている。そんなこと当たり前じゃない。パパは大好きだったけど、ママは嫌い。大嫌い。リナは叫ぶようにそう言うと、大粒の涙をポロポロとこぼした。しかし、リナの叫びも涙も、この女には通じないようだった。そんなこと言わないで、ね。弁護士さんって稼いでるんでしょ？少しでいいからママにお金を融通してちょうだいよ。その時、それまで黙っていた母が言った。育児放棄するような女は母親じゃない！恥を知りなさい！母が怒鳴るのを初めて聞いた。すごい迫力だった。翔子さんがヒーッと叫んで後ずさり、一緒に来た男の足を踏み、男がいてーっと叫んで翔子さんを突き飛ばした。尻餅をついたままの翔子さんにリナが言った。あなたと私はもう何の関係もありません。二度と私の前に顔を見せないでください。リナの決別宣言だ。だって、この顔なんとかしたいのよ。あんただってママが綺麗な方がいいでしょ？ようやく立ち上がった翔子さんは、自分が娘から捨てられたことにも気がついていないようだ。いい加減にしないと通報するわよ。こっちには頼りになる弁護士がたくさんついてるの。あなたが何をしたって無駄ですからね。私がそう言うと、これ以上ごねても金にならないと思ったのか、男の方が諦めが早かった。
なんだよ、話が違うじゃねえか。マンション持ってるとか嘘つきやがって。金もない顔の崩れた女とこれ以上付き合ってらんねえや。そう言って男は逃げるように立ち去った。待ってよ、また綺麗になるから。翔子さんは泣きながら男を追いかけて帰っていった。リナ、頑張ったね。そう言ってリナの肩を抱いた。嫌いって言えてすっきりした。そう言ってリナは笑った。ああ、でもタイミングよく山田くんが来てくれてよかったわね。私が山田くんにそう言うと母が、そうね。やっぱり女3人っていうのは心細いわよね。と山田くんに向かって言った。何言ってんのよお母さん。すごい迫力だったわよ。とにかくみんな席について、もう料理はほとんどできてるから。私がそう促すと、何やら3人揃ってもぞもぞと変な動きをしている。もう、山田さんしっかりしてくださいよ。リナが山田くんの脇腹を肘でつっついた。僕をリナのお父さんにしてください。え？一瞬何を言っているのかわからなかった。しかし山田くんがポケットから取り出したケースに入った指輪を見て、さすがに鈍い私も理解した。嘘でしょ？なんで？お母さんもリナも知ってたのね？まあまあ、どうしてそんな反応になるのかね、この子は。先にちゃんとお返事しなさいよ。そう言いながら、母が大きな花束をどこからか抱えてきて私に押し付けた。多分浴室に隠してあったのだろう。おめでとう、母さん。このお花はおばあちゃんと私からだよ。ね、言ったでしょ？山田さんならお父さんと呼んであげてもいいって。どうやら今日の食事会は母とリナが仕組んだもののようだった。ひなこさん、僕と結婚してください。だって、もう家族みたいなものだし、今更。そうだけど、この先もずっと家族でいるために結婚という約束をしたいんだ。真剣な表情の山田くんに改めてそう言われて、不本意ながら顔が真っ赤になってしまった。さあさあ、食事にしましょう。とんだ横やりが入っちゃったけど、実はワインも奮発して高いの買ってきたのよ。母が嬉しそうにワインを開けた。4人でグラスを合わせると、じわじわと幸せな気持ちがこみ上げてきた。その後、別にもう知りたくもなかったのだが、またここに乗り込んで来られても困るし、と、今では夫になった山田くんが、その後の翔子さんのことを調べて教えてくれた。あのたちの悪そうな男にも逃げられ、ほぼ無一文で千葉の実家に戻ったそうだ。子供を置いて失踪した上に、見る影もなく醜く変わり果てた娘に、年老いた両親も対処に困り、受け入れざるを得なかったらしい。ところが、実家のお金を持ち逃げして行方をくらましてしまったのだとか。ご両親ももう完全に見限って、二度と家の敷居はまたがせないって。そのお金でまた整形をするんだろうか。どれだけ整形したって無駄だと思う。性格を直してくれるお医者様がいればいいのにね。また失敗してここに乗り込んでくるのかしら。大丈夫。君とリナとお母さんは僕が絶対に守るし、幸せにするから。山田くん。そろそろ山田くんはやめてくれないかな。ひなちゃんだって山田なんだから。長年呼び慣れた呼び方を変更するのはなかなか難しい。前処するわ。あなた。私がそう言うと、山田くんは顔を赤くして私を抱きしめてくれた。Marriage. It all started one day at the dinner table when my son Yuichi said he had something to tell me. My name is Mayuko. I'm a 51-year-old housewife. I still think I'm young, but I can't help my declining physical strength. But I'm proud of my sons, who have grown up to be fine enough to make up for my lack of physical strength.
Yuichi, the eldest of my 3 sons, is finally getting married. I had heard he had a girlfriend, but now it's finally happening. Yuichi is getting married. Mom is getting old too. You won't get any beer tonight. Just kidding. After my husband's snarky remarks, I looked at my son's face. My 2 younger sons are now university students living in a boarding house, so Yuichi, who is working, is the only one at home. He's in his 3rd year of working life and has settled down considerably. My son, who has decided to get married, seems more manly and reliable than ever. I'll be staying overnight. My husband pretended to cry and apologized, saying, "I'm sorry. Mom will always be young and beautiful." So I gave him a single beer. According to my son, they are still in the process of visiting the wedding venue and discussing things like rings, but they haven't decided on a specific date yet. First, they want to bring their fiancé to greet them. Marriage is a major milestone in life. I want them to have a grand ceremony. I know that my son and his wife are the stars of the show, but I'm starting to feel a little excited, thinking that I should also be careful about my kimono. My husband says, Mom looked absolutely beautiful in her feathers. I think I'll get some more snacks. Then, on the next day off, my son's future wife arrived. "Hello, I'm AKA, quote." I was surprised by her casual greeting, but I guess that's how young people are these days. Aika was working part-time at my son's favorite coffee shop. She fell in love with my son and approached him, and that led to their relationship. As the conversation came to a close, my husband looked at me and said, "Oh, that's right." I looked at him and nodded. "Ah-san, I have something important to tell you." My husband, my son, and I talked it over and decided to tell her about it. Actually, the only one who isn't our biological child. Aika's eyes widen in surprise at those words. Of course she'd be surprised. He's my nephew. That's what my older brother and his wife's only son says. They both died in an accident when he was young, so I took him in. But to us, he's like a son. I think of him as our eldest son. Please take care of him. With that, my husband and I bow our heads, and she falls silent. Is she at a loss for how to react? Well, let's leave the serious stuff aside. By the way, when and what kind of wedding are you having? My husband ends the conversation with a bright smile, ending what could have easily become a serious topic and switching to a more cheerful one. Yeah, I'd like to wear a white dress if possible. Saying that, she looks at her son's face. My son smiles and nods. Oh, that's good. It's a once-in-a-lifetime event, so we have to make sure the bride is happy. It must have been the moment I said that, because she made a strange face. For a moment, I wondered if I was just imagining it as she glared at me, but before I knew it, she had already returned to her normal expression. The only thing is, what kind of ceremony do you want? Yeah, me, I am. Oh, we don't need your opinion. When my husband brought up the subject of the ceremony to our son, she immediately said it. Huh? The 3 of us looked at her in surprise. She looked at us strangely. She had a look on her face as if to say, "What's wrong with what I'm saying?" After all, Auntie said it too. We have to make sure the bride is happy. The werewolf is just a bonus. I'll do whatever I want. Her words were spoken with such a big smile that our son was distracted and couldn't say anything. I'm surprised, considering I'm an old lady.
Well, at least my son's wishes are okay. If you leave it to me, we'll have the best ceremony. Yuichi, work hard and pay for it. We were overwhelmed by her swiftness as she said such amazing things. What an amazing child. After she left, all I could do was nod in agreement to my husband's comment. A few days later, we had a meeting at Ryote with both sets of parents. This time it was my husband's mother. She couldn't be there the other day because she was staying for a short period. My mother-in-law, excited to meet her grandson's wife, walked very energetically with a cane in one hand. I'm sorry I'm late. The road was crowded, so I only saw her once, but Ahana's tone had become quite casual. When I glanced behind her, I saw her parents, both of whom bowed their heads and quickly sat down. The atmosphere was awkward. There wasn't much conversation, and everyone ate in silence. I was about to take a breath to make small talk to avoid the awkward atmosphere when she suddenly spoke to my mother-in-law. Quote, Grandma, do you have a bad leg? Yes, I do. My legs are getting old. I will never take care of you. That was a sudden declaration, and there was a moment of silence. Who said, huh? I think it was probably my mother herself, but I might have said it too. I'll just say this, I have no intention of taking care of you, and you're not my parent, are you? Then you're a stranger. Uncle is also a father, but he's not the father. I won't take care of him. Hey, love? Her son tries to stop her in a hurry, but she doesn't stop. Of course, I won't call you dad or mom, so remember that. He looks at the other parents, taking it as an insult, and to his surprise, they're both nodding in agreement. It's true that Yuichi isn't a real parent, but he's been raising him like a child and is being noisy. Uncle, be quiet. Yes, I'm sorry. She lumps him into silence. That was when it happened. I heard the sound of chopsticks being put down. I see. A quiet word. I slowly looked at my mother-in-law. She seemed calm, but I could tell from her face that she was angry. They're certainly not my biological parents. But they've raised me with more love than my real parents. That's not something other people should be interfering with. No matter what they say, I won't take care of them. I was getting irritated, but since it was my mother talking, I couldn't help but take it in. I never thought I'd need them to take care of me in the first place. I'm sure you've seen that. Not wanting to cause trouble for my daughter-in-law, I use the facility almost every day. HMPH. So I've already given my son and his wife an increase in assets while I was alive, so they'll use that money to go to a facility or something. I won't bother you. That's Good. She responds to every little thing my mother-in-law says, getting irritated. Even when my son tries to stop her, she doesn't seem to care. That's the end of the conversation. I'm going home now. With those words from my mother-in-law, the meeting ends. Women these days are becoming stronger, but maybe that's just the way things are these days. We, who were born in the Showa era, go home with mixed feelings. A few days later, my husband and son are at work, and my mother-in-law is on a short-term stay. I'm the only one at home, since I have a day off from my part-time job. Then the phone rings. Oh, it's Auntie. To my surprise, it's aka San. Hey, Auntie, can you please stop going to the wedding? Huh? I let out a cry of surprise at the unexpected request. You're not my real wife, are you? Even though we're aunts, we don't have any connection. In other words, we're strangers. Don't just go as you please. But Yui doesn't care about him. I told you. I'll do whatever I want with the ceremony.
I'll prepare a letter to his deceased parents for the ceremony. That way, everyone will be moved. It's not like he's going to do it. My brother-in-law and his wife are Yui's real family, they're most important. But he wants us to go to the ceremony as his parents. He told me that he thinks of us as his real parents, and I cried. If you really want to go, then you should splurge as much as you can. You inherited money from your grandmother, right? Then 1 million yen is the minimum. Then I can let you sit in the corner with your relatives. If you don't want that, that's fine. Don't go as you please. Oh, but please don't go as you please. You can send the money by bank transfer or write it down. See you later. As if she had said everything she wanted to say, she hung up the phone. The phone calls were like a storm. That night, my son called to say he would be late because he had to work overtime, and my husband had gone out drinking with his friends. It was just me and my mother-in-law at home. It was time for a sneaky plan. Akahana must hate me. This is tough. My mother-in-law sighed at my words. Then let's try to like her. Simple and straightforward. If she hates me, let's pretend to like her. So my mother-in-law and I worked late into the night making various plans. Okay, let's do this, I thought with a smile, but when my husband came home, he was shocked. I came to get the money. When I called to tell her I wanted to give her something for lunch the next day, Akahana came right away. Does a gift equal money? I was surprised, but I took out something. What's this? It's rice cake I made. My mother-in-law said that with a smile. I heard that you don't have grandparents. It tastes like grandma's cooking. Try it. I don't want that. Don't be shy. Here. No, it's fine. After a back and forth between her and her mother-in-law, her mother-in-law forces the rice cake into her mouth. That's the strength of a mother-in-law. What is this? Why is it so spicy? She shouted and hurriedly gulped down the tea she had served. Spicy? This is strange. It can't be. Mom confused sugar with salt. I tasted one too and made a face. I was told to leave it to her, so I didn't help with anything other than the preparations and cleaning up, but I never imagined I would make such a ridiculous mistake. Grandma's rice cake plan failed. Well, let's move on to the next one. I have a present from me. Money? No, that's not money. I handed her a slightly large paper bag. It didn't look like there was any money in it at all, and her brow furrowed. What is this? It's clothes. I hope you like it. It's ugly. What is this? It's not my style at all. I'd rather have money than this. Money. When someone tells me they want money so honestly, I don't want to give it to them. I thought seriously about clothes. I don't have a daughter, so I don't know what's popular with young women these days. I asked the sales clerk for advice, but it didn't seem to help. I was shocked. And my plan failed again. Instead of getting closer, I feel like things have gotten worse. That's enough. I don't want anything, just give me the money. The idea is to celebrate. You don't want to celebrate your son? Of course I do. Then I'll give it to him. It's only natural for a wife to manage her husband's money. Just hurry up and stop, Auntie. I felt sad, thinking that this is her true nature. Will my son really marry her? Who are you talking to when you're an auntie? I'm still young and fresh. The fact that you're calling me auntie means I'm an auntie. But you're an old lady. I was wondering what to do with her, who was saying whatever she wanted, when suddenly I heard her voice saying, I'm home. My heart almost jumped out of my chest. Yuichi,
What happened to the company? She was flustered. She must have been worried that someone had overheard their conversation. My son said quietly, looking depressed. Quote, "It went bankrupt." What, did Dad do something? Akasan's joke echoed in the room, and all that followed was a sinking feeling. My father's company went bankrupt. My father's company went bankrupt. What? She wasn't the only one who was surprised. My mother-in-law and I both had our eyes wide open. She grabbed her son, who was slumping, and shook him. What do you mean, father? He's not eating or anything? So what about marriage? I'm sorry. You'll have to wait a while. Quote. She let go of her son's weak answer and stood there, stunned. Then she shouted, "Then how are we going to pay the compensation?" This time, my mother-in-law and I were both shocked by her words, our eyes widening. It was the same with my son's unemployment. We couldn't understand it anymore. Compensation? Huh? Oh, it's nothing. Hurry up and give me a solution. Quote. She couldn't be bothered by it anymore, since she was in front of her son. She held out her hand to me. My mother-in-law spoke to her. "Hannah-san, please talk to me properly. Shut up. Give me the money, no matter what. Shut up, Hannah. You're the one who's being noisy, you little girl. Explain things properly. This is the new head of the Ants Bones." She was taken aback by the sudden change from a gentle tone to harsh words. And as the snake-like ant duo glared at her, she became like a frog and spoke weakly and weakly. It turns out that she had been having an affair with the manager of the store where she worked part-time. What's more, the other man was married. Apparently, the other man's wife found out and asked her to pay alimony. But she had no money. That's when she came up with the idea of marrying her son. Thinking that she would receive a lot of money if they got married, she planned to have her son pay for all the wedding expenses, but she would pay for all the shogi. My mother-in-law and I were both speechless. Of course, we were angry at her for taking advantage of our son, but we were also taken aback by the tone of her voice when she said that she wasn't bad at making ends meet. Her relationship with the manager is over, so it'll be over once she pays the alimony. So we're going to get married. Shut up. It was good that I found out the truth before we got married, but I was already wondering what to say and what to do when a low, muffled voice reached my ears. Don't decide for yourself. I Looked over to see my son glaring at Aika. His face was filled with anger. "You cheated on me, so don't decide for yourself." She probably didn't expect to be yelled at. She had probably never been scolded by her gentle son before. She shook her shoulders. "It's because our relationship is over. You won't even pay the alimony yourself, and you tried to use my marriage to your advantage, but you haven't shown any remorse at all. Do you really love me?" "Of course I do. That's why I want to marry you. Then pay the alimony yourself and show some sincerity." She tried to cling to her son, but he coldly pushed her away, and her shoulders slumped. "We can't get married until I get a job anyway. Can you wait until then?" She was at a loss for words. If she really loved me, she would have waited. She should have been able to say that she would support me. But those words didn't come out of her mouth. All that came out was a snarling, "I've had enough. I've had enough. I never liked you in the first place, and I thought you could make money, but I don't want a broke, unemployed man." Aka-san finally expressed her feelings. That must be what she really thought. She screamed and left the house. Quote, "Are you sure this is okay?" I turned around and noticed my son shaking. "Is he crying?"
I reached out to comfort him. Quote. Hee hee. My son suddenly started laughing out loud. Did he go crazy from the shock? It's a lie. What? A lie? The company hasn't gone bankrupt. The class is going well. I just came back to get something I forgot. Surprisingly, the story about the company going bankrupt was a lie. In fact, my son had come back to get something he had forgotten during his lunch break. Apparently, when he saw the three of us together, he quickly hid and listened to our conversation. My son was suspicious of Ihana-san, who kept asking for money, so he confronted her. I'd heard that when a lover is unemployed and has no money, their true nature comes out. So I tried it. The results were completely black. When I asked my son if he loved her, he looked a little sad. Of course I loved her enough to want to marry her. But it only takes a moment to lose interest. In that sense, maybe I didn't love Aika that much either. Then maybe it was good for my son that we broke up. My mother-in-law and I looked at each other and laughed without saying anything. Later, it seems that the coffee shop where Aka worked part-time went out of business. Apparently, the manager, who was her lover, gave up the shop after his wife got divorced and had to pay alimony. My son said that he got information from another regular customer he had become friends with at the coffee shop. As for Aka, he said that he couldn't pay the alimony himself, so his parents paid for it. Apparently, his parents were mad at him and kicked him out of the house, and he now lives in a run-down apartment while working part-time jobs at night. That's what I got from her parents. A few years later, when our two younger sons had both entered the workforce, Yuichi decided to get married. His wife is a very nice woman. Thank you for raising Yuichi to be such a wonderful man. Dad and Mom, please take care of him for 2 days. My husband and I were so happy that she said that to me, even after telling me the truth. Our son smiled happily as he watched us. Congratulations, Ichi. I'm sure your parents in heaven are happy too. When I said that, my proud son smiled and said, I hope not only your parents in heaven but also the ones here in front of you are happy. Those words brought tears to my eyes again. Oh, I can't go. I'm crying too much again. My tears are getting dry, I'm getting old. I told my husband that I would definitely have a beer tonight. Sigh. You're finally useless. People at the bottom of society who only graduated from junior high school should just retire and live off their meager pensions. Okay. I don't care anymore. I decided to retire with that kind of resigned attitude. My name is Morimoto Shika. I'll be 68 this year. I know I'm getting old, but I still work hard because I want to be involved with young people. Well, it's just a part-time job. Today, I want you to hear a story from my workplace 8 years ago. At the time, I was working part-time at a meat factory, and I had a problem. It was in front of my boss, who was in his 30s. At first, we had a good relationship. Actually, since there was such a big age difference, we only talked to the bare minimum, and it was impossible to be unfriendly. She joined our factory right after graduating from college, and apparently she didn't like the workplace, and basically hated all the older part-time workers. I couldn't understand why she had such a grudge against the older part-time workers, but I later found out the reason.
she really made a lot of mistakes. She was the type who would often make mistakes, such as making mistakes in the amounts of meat to be delivered or seasonings to be used for processing. Perhaps because the young part-time workers were concerned, saying things like, "She must be tired," she was somewhat unaware of her own mistakes. However, the older part-time workers around our age often gossiped, saying things like, "She's a college graduate, but she's no good again." It's no wonder. I can't count the number of times I've had to work overtime because of her miscalculations. She's a blessing for those who want to get overtime pay, but she's unbearable for those who want to go home early. She herself seemed to understand this atmosphere, and she made the part-time workers around our age her enemy. What about her attitude towards the regular employees? She must have understood that if she caused problems with other employees, her position, which was already bad because of her mistakes, would get even worse. There must have been some employees she disliked, but she didn't show it. Rather, it seemed like she was trying to flatter them. I think there were quite a few older male employees who liked this young woman who exuded charm. It may be rude to say that, but she was promoted quickly considering the number of mistakes she made, and became the head of my department. This was wrong. I know it's presumptuous of me to be the section chief, but you made a mistake with these numbers. It was the order form she wrote. I don't know how she calculated it, but she ordered twice the usual amount of meat. I thought the freezer would be overflowing with inventory if she did this, so I gently pointed it out. She noticed, but she said she didn't want to bother me. She retorted, "Are you trying to stand out that much?" Huh? She said with a sigh, snatched the order from me, and left while secretly making corrections. Why didn't you fix it right away when you noticed it? I almost said it, but my colleague came up and said, "Don't worry about it, she always knew," and covered for me. I see. So that's the type of person she is. I'll try not to notice her mistakes as much as possible. I vowed to myself, and focused on my own work, avoiding her work as much as possible. It's so unfair. There's only so much a part-timer can do. One day, I had managed to reduce my interactions with her and was living a peaceful life. That day, I arrived at the factory a little late because I had to go to the raw bone shop due to back pain, and she was yelling at me by the factory manager. "What are you doing with all this stock? How many do you think you're going to make for tens of thousands of yakiniku sets? What are you going to do with all this stock? If you leave it in the freezer, it'll get freezer burned. If we don't get a buyer, it'll all be your fault. This isn't the kind of atmosphere where you can greet people in the morning." As I entered the work lane, feeling the tense atmosphere on my skin, a colleague whispered in my ear, "It looks like the boss made another order mistake." Oh no. What's this time? Apparently he ordered 10 times the amount of meat he was planning to process. Of course he'll get yelled at. We shrugged our shoulders and continued working. Why don't you follow Mr. Apart's example? Mr. Morimoto only has a junior high school education, but he's the best at his job. Quote. I couldn't believe my ears. Well, I should be happy about the compliment, but why did you mention my name here? Oh, look, she's looking at me with her eyes clearly showing her true colors. I understood that for a team leader who can't do her job, bringing up her academic background was the worst thing she could do. I understand how she feels. Academic background has nothing to do with work. Ability is everything. But according to that theory, there's nothing left for her, who only cares about her academic background. I could tell from her eyes that the academic background that she should be proud of was actually holding her back. After receiving a lecture from the factory manager for about 20 minutes, she worked eerily quietly. As someone whose name had been mentioned, I was scared of her quietness.
It was like the storm before it, and my premonition was spot on. It was lunchtime. The usual routine was for her to take off her work clothes, say, "Good work," and head into the locker room, but she ignored my greeting. I felt conflicted, thinking that she was a brat on the one hand, but on the other hand, I could understand how she would feel if she was belittled so much about her academic background. After being scolded so much, she probably didn't want to see my face being praised in comparison to her. She would eventually come to her senses. Thinking this, I let her off the hook that day. However, her ignoring me continued. On the contrary, she started calling me, "Hey Morimoto," without adding Morimoto when she called me. To be honest, it's not unusual to call someone by their first name. In the past, men in a detached house would call both men and women by their first names. So, even though I found her way of addressing me unpleasant, I put up with it and didn't make a fuss about it. But these days there are even companies that call people by their first names, so I guess I could have made a fuss about it. However, her bad attitude wasn't the only change in her. One day, she made a mistake in placing an order again, and blamed it on me. She said that the reason she ordered less than the original amount was because I had instructed her to. When the factory manager asked me for details, I was really scared. On the day she wrote that order, I had indeed told her that the inventory had increased to 200 units, and that I would like her to order 50 units more than the previous week's quantity. Even someone who doesn't know the job would know that the quantity would increase. I never said anything about reducing the quantity. However, she did as instructed. Then the order was reduced, so I was at a loss as to what to do. I told the factory manager everything I had told her, but he said, "You know, she makes a lot of mistakes, so maybe someone more capable should have taught her better." There was no way I could tell her what to do, and to be honest, I just wanted the employees to figure it out among themselves. Also, looking at her attitude lately, I can't help but think that she just ignored what I had told her and is now blaming me for the mistake that resulted. However, since she insists that she was simply carrying out what I had told her, the factory manager has no choice but to conclude that there was a possibility that I was the problem. It's not that I can understand the manager's feelings, but to be honest, I couldn't accept the fact that I was the only one losing out. Needless to say, I was so good at complaining when I was only a part-time worker and my salary was so low. Well, my colleagues understood that I was just trying to blame them for my own careless mistakes, so that was my only salvation. I thought I was done for on days like this, but she kept blaming me for her mistakes in the same way. I tried to avoid her as much as possible, but even when I wasn't involved, she started blaming me for her own mistakes. Even the factory manager had stopped believing in her, but she kept coming to talk to me on the pretense, and I gradually became mentally exhausted. After all, you never know when you might be accused of making a mistake. No matter how innocent you are, it's stressful. I'm clearing my name now, but I'm scared that I might actually be trapped someday. The tense atmosphere of being ignored also made me tired. One day, my complexion started to change to the point where my colleagues started asking me if I wasn't tired. "Morimoto-san, why did you write 500 here?" "Huh?" The chief pointed it out to me about the order form for seasonings that I had written last week. Since there were no instructions, the order would be the same as the previous order, so I just followed them. "No, I did give instructions, didn't I?" "Sorry, what are you talking about?" This is bad. The master's expression showed irritation. This master is the type who will go all out when he gets angry, so I don't like him. I'm sure I made sure to inform everyone through Shigenaga.
The next order is to be 100 more the week before. What are you going to do? It won't get any work done. I'm sorry. Through her, who informed everyone. Wait. I really don't know anything. However, I was completely overwhelmed by the master's intense pressure. At that time, I didn't have the mental capacity to argue back. Be careful. Fortunately, she backed down easily, so that was good. If I had been making a lot of mistakes on a daily basis, this wouldn't have been enough. However, what bothered me was the presence of the woman who had been staring at me and the chief from a little distance away. It was irritating, but she kept grinning the whole time, so I think she was intentionally not telling me the information. She spoke to me for the first time since her husband left, asking if I had been squeezed hard. You always say that, even though you've been watching. You've been making a lot of mistakes lately. Haven't you gotten so worked up that you don't even understand what your job is about? You're the reason I get yelled at, and it's annoying. Why don't you say something instead of keeping quiet? Maybe she's hard of hearing in the hallway? Or maybe she can't understand what I'm saying because she only has a junior high school diploma. If I talk back, she'll just harass me in some other way. When I thought about it that way, I didn't know what to say or how to say it. I was just a part-time worker who came here to save up a little money for my old-fashioned conversation with my husband. I didn't think there was any point in fighting her here and walking the path of the Lord. Besides, I was simply tired of it. Sigh. You uneducated people at the bottom of society should just retire and live on a small pension. Okay. Whatever. With that kind of half-hearted attitude, I decided to resign. But I wonder if that case she messed up is okay. It was 3 days later. Suddenly, the factory manager called me on my cell phone and said in a very flustered tone that he wanted me to come to the factory immediately. I had a vague idea of what he meant, so I headed to work with a smirk. That's right. I want you to come inside the factory for a moment. As soon as I arrived at the factory manager saw my face and said, I knew it. What happened? Yasunaga made a terrible mistake at our client Marui Foods. I couldn't help but look up. You used to be an employee of Marui Foods. I heard it from the president of Marui. He said that you had reported to him in advance that the taste of the processed meat for the upcoming delivery might be off. Did he find out? Yes, I retired on Thursday when I got married, but I'm still on such good terms with the president that we have family barbecues together. I couldn't ignore the fact that the team leader had delivered the wrong seasoning, so I personally reported it to Marui. At this factory, when processing processed meat, each employee is responsible for the distribution of seasonings and the taste. Due to the lack of staff, cross-checking was not possible, but if the recipe was followed as written, there would be no mistake. It was a simple task that could be done by one person, but for some reason she added some seasonings, such as soy sauce, twice that day. She probably forgot that she had already added it once when she was called away by someone else. It was probably a mistake that she herself did not realize, and she probably did not realize that I had happened to witness it. She knew that if she had left it alone, the department would be blamed for not noticing. And I did not want to be lumped together with those who are incompetent at their jobs by Ms. Marui. That is why I personally told Ms. Marui that the processed meat that would be delivered next might not taste good. Apparently, the product that actually arrived was not edible at all. Ms. Marui pressed the factory to find out why such a mistake had occurred and report it. The factory also took action to find the cause, but Ms. Marui herself did not admit her own mistake and instead blamed me for quitting. The factory believed it, and they notified Marui that the part-time worker who had quit had apologized for the allocation,
as she had said, but Mai, who had already heard the details from me, felt that the factory's report was strange. The factory learned that I was the part-time worker who had made the mistake, and that's how the situation changed dramatically. I had only reported the team leader's mistake to Mai, and hadn't told her that I had quit. She must have been angry when she heard the details of my quitting from the factory. When the president of Marui found out that you had quit the factory, he was furious and said, "You're keeping someone who can't do the job and firing a competent person who noticed the mistake." He even said that if you continued to employ that incompetent employee, he would terminate your contract. Marui is currently making a surprise visit to the factory, and unfortunately, when he assigned the work that you usually do to her, Mai saw that and thought, maybe she can't do the job after all. No, it's impossible. It's Daisanji, quote. The factory manager sighed, putting his hand on the rice cake as if to say that he had a headache. My best guess was that her mistake would be discovered, and Mai-san, who had heard about it from me in advance, would get yelled at by her old boss and I would put Ryuan down. I thought that would be enough to make me feel better, but I never imagined that she would take over my job and write a new dark history of mistakes. It was beyond cute. Surrounded by my husband, the number one person I don't want to make angry in the car, and the president of Maruino, who is scary when he gets angry, she was crying in the middle of the factory. But she's human, so she makes mistakes. She argued back arrogantly, saying, "You don't have to say that." However, my husband seemed to get even more irritated by her words, and he yelled, "I'm only saying that because you don't show any remorse." The president of Maruino sternly told her, "Aren't all of your mistakes simple? Why do you keep such an incompetent person in the first place? If you have this level of ability, you should be treated like an apprentice." Quote. But she was still different. She wouldn't stop making excuses, saying that the part-time workers below her couldn't do their jobs and that she was being held back. Her words soothed Go, and I thought, how can you say that? And joined in the fight. Hey, why did you get called here by the factory manager? What do you mean, a perpetrator? Well, let me say this as a former part-time worker, even though I am a perpetrator. Have you noticed that you've been making more mistakes lately? Huh? She's the one who pointed it out. Her former colleagues look at each other and nod as if to say, yeah, I have. Yes, everyone knows. She's the only one who hasn't noticed. No one points out your mistakes anymore because it's too much trouble to deal with you. Everyone has seen me being harassed by you for pointing out their mistakes. And your mistakes have been increasing dramatically in the last few months. Do you understand what I mean? You were able to get by with everyone else cleaning up after you. It's fair to say that you've never been able to do your job all by yourself. You can't even do half the work of one person, but you keep getting paid. You're a salary thief. I don't want to be called a bottom-tier employee or a high school dropout by a salary thief like you who only affects those around you. Even though I can't do my job without the support of that bottom-of-the-barrel junior high school dropout. Since I went to Yagahaya, I couldn't take in enough oxygen and found myself breathing heavily. I was glad to hear applause behind me. I felt confident that I had said the right thing. That's true. I've been turning a blind eye until now, the factory manager sighed deeply. Poor factory manager, you've been sighing a lot today. It's no wonder. It's pretty well known that you can't work without the support of those around you. As an employee, you have to supervise the part-time and temporary workers. As she asked what I wanted to say, her expression turned a little paler than before. No, I talked to our president too. Oh, good timing.
Thank you for your hard work, President. Everyone appeared at the factory manager's call and bowed their heads in unison to our president, saying, "Thank you for your hard work." President Marui, we apologize for the inconvenience we've caused you. Our president bows his head to Mai-san for showing us such an embarrassing situation. We don't need a factory. What are you going to do? Are you still going to use this incompetent employee? Our president shook his head at Mai's words. She exclaimed in surprise. Huh? Our factory isn't big enough to waste labor costs. We can't afford to keep incompetent employees. Mai replied to the president's words, well, I guess so. In that case, since you haven't completed the separation procedures yet, why don't you reconsider quitting? Our president looked me in the eyes. Oh, you mean me? A strange voice escaped my mouth at the president's unexpected offer. I hadn't been checking the site properly lately, so I didn't know you had quit under those circumstances. I'm sorry. Our president bowed to me, a mere part-timer. No, you've always been someone who works diligently and carefully. Even the owner of the weather department is impressed by your work. I had no idea that the owner, who I used to dislike, liked my work, so I turned around and looked at him. My husband looked away from me, looking a little embarrassed. Is that so? I'm glad. But I had that argument with the section chief, and I was about to say, why are you going back now? Don't worry. As I said earlier, we can't afford to keep a useless employee. The section chief will be fired as of today, so don't worry. Quote. Huh? She and I both exclaimed at the same time, and we couldn't help but look at each other. Well, she quickly looked away. Please forgive me. I can't accept that, she said angrily. If you have something to say, I'll wait until you pay me the full amount of damage we caused. The president laughed mischievously at that, but it must have been an outrageous proposal to her. No, that's impossible, she shouted, turning pale. Then you're fired. She fell silent at the president's words, which didn't leave her with an answer, and just hung her head. After that, I had some reservations about returning to the workplace where I had once declared my resignation, but after the president and those around me, I still work at that factory. Of course, that girl is no longer with us. Thanks to her leaving, mistakes have decreased, my husband doesn't get irritated as much, and he's even been smiling at me sometimes recently, which is actually kind of scary. I feel bad for her, but I think work has become much easier just by losing one incompetent employee. After she was fired from our factory, she apparently got a new job at a supermarket. However, she made a series of mistakes there too, and quit because she felt uncomfortable. She seems to have tried various jobs after that, but she couldn't keep any of them due to her lack of attention span and her lack of reflection on her mistakes, and now I hear that she's finally unemployed amid the coronavirus pandemic. She should have at least learned to reflect on her mistakes, but I can't help but say that she got what she deserved. Despite all that has happened, she's now reduced the number of days she works at the factory a little and is spending peaceful days with her husband, taking it easy. I sometimes go to see my newborn grandchild and it's comforting, so I feel younger than before. Babies have a mysterious power to drive away bad things, don't they? I hope this grandchild grows up to be a person who is useful to society. Grandma will teach you the colors of life. Life is not about academic background or status. If you have an honest heart and an honest personality, you will surely be happy. I want to tell this to my grandchildren.
ママ、助けて。私は一瞬目を疑った。家には夫がいるはずなのに、どうして娘が玄関で雨に濡れているの？念願のマイホームを手に入れ、幸せな結婚生活だと思っていたが、夫にはどうも重大な隠し事があるようだ。ならばこっちにも考えがある。その悪事を必ず暴いてやるから、心しておきなさい。私の名前は友野あさみ。飲食店の店長をしている34歳だ。25歳の時に勤め先の常連だったエイトと結婚。今は7歳の娘、ナミと3人で暮らしている。夫は大手企業の正社員でそこそこ稼ぎもある。時々旅行や食事に連れて行ってくれたり、娘が生まれてからはマイホームも購入し、それなりに幸せな日々を送っている。そう思っていた。あの時までは。私は飲食店勤務ということで、土日、祝日も仕事のことが多い。そんな時は、夫が娘の面倒を見てくれていた。焼きそばやチャーハンなど、簡単なお昼ご飯なら作って食べさせてくれるし、私は安心して仕事に行けた。小学校の夏休みが明けて、暑さも幾分和らいだ土曜日。台風が近づいていて、今後の進路に注意とニュースが何度も伝えていた。こんな日はお客さんも少ないだろうなぁと思いながら、娘は夫に任せることにして出勤した。しかし、台風の進路が公共交通機関にも影響を及ぼしそうな勢いで、案の定、こんな日に食事をしに来る人もいない。スタッフたちの帰りの足も心配なので、お店は早めに閉めることに。後の時間は家で家族とゆっくり過ごそう。そう思いながら店舗を後にした。帰り道は雨足が強まっていた。風も出てきて傘が飛ばされそうだ。私たちの家は駅から歩いて10分ほどの閑静な住宅街にある。夫と一緒にこだわりを持って建てた家だ。自宅の窓の明かりが見えてくるといつもほっとする。家族が待つ家があるというのはいいものだ。ところがだ。自宅前に着いて私は目を疑った。玄関の外で全身びしょ濡れになった娘がうずくまっている。ナミ？私が叫びながら声をかけると娘が顔を上げた。ママ、助けて。私は傘もバッグも放り出すようにして駆け寄った。一体どうしたの？こんなところで何やってるの？娘は立ち上がって私にしがみついてきた。ドアの外に出たら入れなくなっちゃったの。我が家の玄関ドアはオートロックだ。うっかり外に出て開けられなくなってしまったのだろう。暗証番号で解錠することもできるが、教えておいた番号がわからなくなってしまったらしい。それにしても、パパはどうしたの？パパがいるはずでしょ？一体何をやっているんだ？怒りが湧いてくる。お昼食べたら眠くなって寝ちゃったの。目が覚めたらどこにもパパがいなくて、外にいるのかなと思って出たら鍵がかかっちゃった。どういうことよ。それより今は娘をお風呂に入れて体を温めてあげなきゃ。私も帰り道でかなり濡れてしまったから一緒に入ることにした。急いでお風呂を沸かして入り、きれいな衣服に着替えさせる。2人分の温かいココアを入れてリビングのソファーに座った。夫はやはりどこにもいない。玄関に靴がないから外出は間違いないようだが、パパはどこかに行くって言ってなかった？何も言ってないよ。起きたらいなかった。買い物にしては遅すぎる。私は夫の携帯に電話をかけた。はい、何？夫は拍子抜けするくらいあっさり電話に出る。大声を出したい気持ちを抑え、私は探りを入れてみることにした。今どこ？どこって？家で娘と一緒だけど。
一瞬何を言っているのかわからなかった。嘘をついているのは明らかだ。なぜ嘘をつく必要がある？後ろめたいことがあるから？どうした？何かあった？それはこっちのセリフだっていうの。でもそこはぐっと抑えて。今日少し遅くなりそうなんだ。ナミは大丈夫かな？ナミならよく寝てたし。いや、大丈夫だよ。任せて。怪しい。私はある決意をした。そう、よろしく頼むわ。お疲れさん。私は娘を連れて義母のところへ行くことにした。夫の実家は家から歩いて行ける距離にある。私の実家が遠方な分、義母にはお世話になりっぱなしだ。数年前に義父が亡くなり、一人暮らしをしている義母は、私たちが訪ねてくるととても喜んでくれる。学校が休みで夫が出勤の時はいつも娘を預かってもらっていたし、この夏休みもほとんど毎日お世話になっていた。この日も電話をすると、急にもかかわらず、夕食を用意するから一緒に食べようと言ってくれた。義母は長年、スーパーの人気惣菜コーナーで働いていた。義父の病気を機に辞めてしまったが、腕は確かで、飲食店勤めの私も義母の料理のファンだった。家を出る頃には雨風も落ち着いて、台風も通り過ぎたようだ。私は娘と一緒に歩いて義母の家へ向かった。あさみさん、一体どうしたの？何があったの？義母の家に着くと挨拶もそこそこにそう聞かれた。一瞬、さっきの出来事をなぜ義母が知っているのかと思ったけど、義母が言う何かは別のことらしい。エイトがこの前、慌てた様子でお金を借りに来たけど。は？急にお金が必要になっちゃったからって。何ですか、それ。事情は後で話すって、急いで帰っちゃったけど、あなたやナミちゃんに何かあったわけじゃないのね。私もナミもこの通りですよ。エイトがお金を借りに来たことはあなたは知らないの？知りません。いくらお借りしたんですか？50万貸したわ。50万。大金だが、夫には自分の貯金があるはずだ。どうしたのだろう。それでも足りなくなって義母から借りたとすれば、これはただごとじゃない。まさか。義母がハッとした様子でつぶやいた。何ですか？最近息子に変わったところはなかった？実は今日はその相談で来たんです。私は先ほどの出来事を話した。仕事から早く帰ると夫が不在で、娘が家の外で雨に濡れていたこと。電話をすると娘と一緒にいると言って白を切られたこと。やっぱり怪しいわね。何ですか？ごめんなさい。実はあなたに話していなかったことがあるの。あの子、一時期ギャンブルにハマっていたことがあってね。貯金を使い果たして危うく町金で借金するところだったのよ。結婚してからギャンブルの話など一度も聞いたことがなかった。そういうものとは無縁な人だと思っていたので疑うこともなかったのだ。貯金が底をついていたからあなたと出会って必死で結婚資金を貯めていたみたい。結婚して子供も生まれて、すっかりギャンブル熱は冷めたとばかり思っていたわ。このところ仕事があるからといって、土日もナミちゃんを連れてきていたけど、それも怪しいものね。どういうことですか？夫は基本土日は休みだ。私が出勤している間、娘はずっと夫と一緒に家にいるものだと思っていた。やっぱり知らなかったのね。仕事が忙しいからナミを頼むと言ってよく連れてきていたわ。ナミ、ママがお仕事の時はパパと一緒にお家にいたんじゃないの？そう尋ねると娘は言いにくそうに首をかしげる。ばあばの家に来ることもあったよ。
どうしてママに言わないの？だって、パパが黙ってろって言うから。何それ。義母が腕組みをして大きくため息をついた。またギャンブルにはまってるんだわ。親だけでなく、奥さんにまで嘘をついて。それだけならまだしも、娘を命の危険にさらしたのだ。あのまま強い雨風に打たれ続けていたらどうなっていたかわからない。本当にごめんなさいね。お母さんのせいじゃありませんから、悪いのはエイトさんです。あの子を育てた私にも責任があるわ。それに、ギャンブルに手を出していることに気づかなかったのだから。義母はしばし考え込むような仕草をして、少し思い知らせてあげましょう。と言った。あさみさん、今夜は泊まっていきなさい。パパのお家にお泊まり？やったー！娘は大喜びだった。食事を終えて食器を洗っていると、義母と一緒にテレビを見ていたナミが振り返った。ママ、携帯鳴ってる。ああ、はいはい。手を拭いてスマホを見ると、着信は夫からだった。はい、もしもーし。おい、ナミがいないんだよ。切羽詰まったような夫の声だ。いないってどういうこと？だから、家にいないんだよ。は？あなたはナミと一緒にいるんでしょ？いないってどういうこと？だって、どこにもいないんだよ。ずっと家にいたんでしょ？ナミのこと見てなかったの？いや、寝てるから大丈夫だと思って、口ごもってはっきりしない。何？どうしたの？どうしよう。あなた、もしかしてナミを置いて家を出たの？いや、そういうわけじゃ。じゃあ、どうしてナミがいないって慌ててるの？こんな雨の日に一人でどこにも行かないわよ。昼寝から覚めた時に親がいなくなってて、慌てて外へ飛び出したのでない限りね。夫は言葉に詰まった。家を出たのね。ああ、ちょっと近所まで買い物に。お前も何時に帰ってくるかわからないから、夕食の買い出しをしようとコンビニに行ってただけだよ。何時間も？ 10分。いや、20分くらいだよ。ナミがどれだけあなたを外で待ってたか知ってる？え？ナミ、あの大雨の中外にいたのよ。もう少しで死んじゃうところだったんだから。え？夫の声が大きすぎて耳が痛い。どういうこと？今日は台風が来てるから仕事を早く切り上げたの。そうしたらあなたは留守だし、ナミは外でびしょ濡れでうずくまってるじゃない。そんな。あれから何時間経ってると思ってるの？とにかくすぐに病院に来て。ナミは入院してるのか？死んじゃったらあなたのせいよ。行くよ、すぐ行くよ。ただ、タクシー代貸してくれる？はぁ？それくらいのお金あるでしょ？それが、財布落としちゃって。嘘に嘘を重ねているのは見え見えだ。財布を落としたのなら、家に入れないはずよね。カードキーはいつも財布に入ってたじゃない。暗証番号で。あなた、めんどくさいから暗証番号を覚えなかったんじゃなかったっけ？もう観念したら？お金使い果たしたんでしょ？事情があって、今お金ないんだ。事情って何よ？買い物をしちゃっただけだよ。とにかく病院ってどこ？私は夫の実家の住所を告げて電話を切った。ポカンとしている夫の顔が脳裏に浮かぶ。夫はすぐさま飛んできた。ナミは無事か？ナミならそこよ。私は洗面所を指さした。娘が歯磨きをしながらひょっこり顔を出す。あれ？パパ来たんだ。どこ行ってたの？お仕事？夫は私の顔を見て、
お前、騙したなと目をつり上げた。騙したのはどっちよ。義母がナミを寝室に連れて行ってくれるのを待って、私は声を張り上げた。一体いつからやってたのよ。は？ギャンブルよ。嘘ついたって無駄なんだからね。いいだろ、いつだって。よくないに決まってるでしょ。貯金使い果たして、お母さんに嘘ついてまでお金借りて、ちゃんと返せるんでしょうね。すると夫は、ギャンブルの何が悪いんだよ。と、突然開き直った。今日たまたま負けただけ。いつもちゃんと儲けてるんだ。俺の金で食事に行けたし、旅行だって連れて行ってやったろ。それのどこがいけないんだよ。それって、ギャンブルで儲けたお金だったの？そうさ。お前だっていい思いしたじゃないか。感謝されても怒られる覚えはないぞ。じゃあ、もう何年も前からやってたってことね。それだけたくさん嘘をついてきたってことね。言う必要がなかったから言わなかっただけさ。あなたが仕事の息抜きに趣味を持つのは構わない。でも、嘘ついて親に借金したり、子供を危険な目に遭わせるほどのめり込むのは許せない。嘘をつくことなど何とも思っていない夫に何を言っても響かない。ああ言えばこう言うで、こちらもほとほと疲れてしまった。その時だ。娘を寝かしつけてきた義母が一枚の書類を持って現れた。エイト、これに記入しなさい。え？義母の手元を見た夫が顔面蒼白になった。なんでギャンブルくらいで離婚になるんだ？それは離婚届。先ほど私が記入しておいたものだ。お前は娘を殺しかけたの？雨に濡れただけだろ？でも、美咲さんが来なかったら何時間も雨に打たれたままだった。それがどういうことかわかる？だって、まさか外にいるなんて。子供が寝ている間に家を出て何時間も戻ってこないことが問題なのよ。そんなつもりじゃなかったんだよ。子供の安全を守れない人間に父親の資格はない。もう、あさみさんと別れなさい。夫はもごもご何かつぶやいていたが、義母は有無を言わせず離婚届に記入させた。これでよし。これはひとまず預かっておくわ。それから、あんたはあの家に帰る資格はないから、借金を全部返し終わるまでここにいなさい。はぁ？それができないなら、すぐにでもこれを提出してくる。わかったよ。わかったからそれだけはやめてよ。さあ、それは、これからのあんた次第だわ。それから、あさみさんとなみちゃんが許してくれるかどうかね。さすがお母さん。頼りになる。夫はしょぼんと肩を落としていた。それは50万円を返し終わるまで自宅に帰れないからだけじゃなかった。後から分かったことなのだが、夫は会社の同僚や友人など複数の知人から多額の借金をしていたというのだ。借金から解放されるのは遠い道のりだろう。以来夫は副業を始め、休日返上で働いている。もちろんギャンブルに行く暇なんてないし、実の母の監視の目が光っているから下手なこともできない。夫がいない間、娘と二人の生活を楽しんでいた。夫がいなくてもうまくやっていけている。いや、むしろこのままでもいいかも、なんて思ってしまう。女同士の生活も気楽でいいもんだ。義母のところへ行けばパパには会えるのだし、ナミも特別寂しがっている様子はない。あのまま夫と別れてしまってもよかったけど、何かと良くしてくれる義母と縁が切れてしまうのは悲しい。それに義母に娘を会わせてあげたいし。仕事で忙しくしている私と娘とのコミュニケーションに欠かせないのが食事だ。娘は食事の支度をよく手伝ってくれるし、料理にも興味があるようで少しずつ教えている。そんな日々の中で私は仕事を辞めようかと思い始めた。
もちろん住宅ローンもあるし、飲食店で働くことは好きだから専業主婦になろうというのではない。自分で小さなカフェを開く新たな夢を見つけたのだ。幸い、広い庭のある家族3人ではスペースに余裕のある家がある。この自宅の一部をカフェにできたら、なんて思い始めていた。それから数年後、娘が小学校の高学年になる頃、私の夢が形になった。ついに自宅を改装し、カフェをオープンさせたのだ。カフェはそこそこ評判が良く、お客さんの入りも良かった。それは私一人の力ではない。娘も学校から帰るとお店を手伝ってくれるし、義母も調理をしに来てくれた。特に義母の作る日替わりの惣菜は人気で、毎日のように来てくれる常連さんもいる。義母と娘と私。女3人で毎日カフェの話題で盛り上がっている。一緒に新しいメニューを考えたり、お店で使うお皿や小物を選んだり、それは楽しい日々だ。何より私がいつも家にいられることが娘には嬉しいらしかった。夫は義母の借金を返し終えて、一応家に戻ってきたが、自分の居場所がなく小さくなっている。まだ知人への返済が続いていて、会社を辞めて退職金で清算するしかないようだ。まあ、ギャンブルに走らなければそれもいいだろう。でも許すことはない。カフェで皿洗いでもさせて、しごいてあげようかしら。私の実の父親は、怖い組の組長なの。家族が大切なら私のすることに口出しするな。自分の父親の職を持ち出し、私を脅す義妹。気の弱い義手でよかった。これからもいろいろと頼るからよろしくね。義妹は散々人を脅して、大切なものを家から勝手に持ち出して笑っている。こんなことはもう許せない。人の弱みにつけ込んで好き勝手した罰は必ず受けてもらうんだから。私はゆり、27歳。3歳年上の夫、こうきとは4年前に仕事の関係で参加したパーティーで知り合った。お互いに惹かれ合い、1年の交際期間を経て結婚。昨年は第一子である息子にも恵まれ、仕事はセーブしつつだけど、かなり充実した生活を送っている。のだけれど、お邪魔しまーす。今日のおやつは何かな？午後になると私と夫、息子の3人が暮らす家がかなり賑やかになる。その原因は夫、後期の妹であるルミカさんだ。妹さんといっても、後期の父親とルミカさんの母親が再婚したため兄弟になった義理の関係。しかも、後期が成人して家を出た後の再婚だったから、ルミカさんとはあまり馴染みがないと聞いていたんだけど。お姉さん、子供のおむつ持ってくるの忘れた。サイズ一緒だからもらうね。あと上の子が喉乾いたって。この間の有機リンゴ 100% のジュース飲ませてやって。ルミカさんは私を本当の姉。いや、ある意味それ以上の存在だと思っているのか、自分の子供を引き連れて毎日のようにやってくる。ルミカさんはシングルマザーで父親の違う2人の子供を育てていた。曰く、今は子育てに専念したいから、父親たちから毎月振り込まれる養育費だけで生活していて、ルミカさん本人は仕事をしていないそう。下の子は私の息子と同い年だから、その気持ちや苦労もわかる気がするけど、生活費を節約しているのか、ルミカさんはとにかくずうずうしい一言。ルミカさん。ウェットシートもちょうだい。今日のおやつはバームクーヘン？じゃあ高いコーヒー豆出すね。ここの棚にしまってたよね。ルミカさんは私が呆れるのにも気に留めず、まるで我が家のようにリビングやキッチンの棚を物色する。しかもこれが毎回だ。ねえ、ルミカさん、
確かに母親になると荷物が増えるけど、毎回おむつやウェットシートも持たずに忘れて家に突撃してくるのはどうなのかな。はぁ？ちょっと忘れただけじゃん。同じ母親って言っても、お姉さんはまだ一人しか産んでないでしょ？二人になると一気に大変さが変わってくるの。子供少ない方が気を使うのは当たり前でしょ？そう言いながら、ルミカさんはいただき物のバームクーヘンと高級コーヒー豆を分けて、勝手にティータイムの準備をしている。さらには、うちの子が最近食べられるようになったベビーせんべいも引っ張り出して、ルミカさん自身の子に与えている。はぁ、お姉さんもしかして子供服増やした？増やしたというか、昨日ちょうど友人が来てプレゼントしてくれたのよ。相変わらず目ざといわね。家のゴミ箱を覗いたルミカさんは、なんとその中から捨ててあった子供服ブランドのタグを引っ張り出してニヤッと笑っていたのだ。私はドン引きだったけど、ルミカさんはワクワクとうちの子の服がしまってある子供部屋まで勝手に向かった。何してるの？慌てて私がついていくと、ルミカさんはタンスを開けて、昨日いただいたばかりの服を広げて物色している。これ、お姉さんのとこの子はまだ着れないんじゃない？大きすぎよ。うちの上の子にぴったりかも。いや、でもそれはお友達がうちの子にって選んでくれたもので。じゃあ、着れるようになるまで借りといてあげる。服は着てなんぼでしょ？ダメだってば、新品のままでうちの子に袖を通させたくて。私が止めるのも聞かず、ルミカさんは子供服を持参したエコバッグにくしゃくしゃと丸めて入れると、子供部屋を隅まで見渡した。このおもちゃもいいじゃん。ラッキー、新品だ。これもまだ遊べないでしょ？借りておいてあげる。ちょっと、いくらなんでもそれは。そのおもちゃも友達からのギフト。さすがに贈り物を新品のまま義妹に渡すのははばかられる。私が止めると、ルミカさんは口をへの字に曲げて不服そうに声を低くした。なによ、ケイチ。もらってくわけじゃないからよくね？借りとくんだよ。後でちゃんと返すし。ブツブツ言いながらも、服やおもちゃはちゃっかりとエコバッグに詰め込んでいる。待ってってば、それは私の大切なお友達が。私が手を伸ばして顔をしかめると、ルミカさんはその手を振り払いながら不敵に笑った。ねえ、私にそんな態度取っていいわけ？私の本当の父親、超怖い組長なんだよね。後悔することになるけど。組長って、脅しをかけるようなルミカさんの声に私がひるむと、ルミカさんはパンパンになったエコバッグを抱え込んで立ち上がった。私の本当の父親は有名な組の組長なんだよね。私のこと溺愛してたから、困ったって相談すれば飛んできて何でも解決してくれるんだから。怖い組長と聞いて思い浮かべるのは、やはりその筋の人ということでいいのだろうか。さすがにそれは夫の好機も把握してそうだけど。あの子たちの父親二人も、私の実の父のことを伝えたら、相場より高い養育費を払うって取り決めてくれたんだよね。持つべきものは怖い組長の親ってね。私があれこれ考えて固まっていると、ルミカさんは勝ち誇ったように笑って、ダイニングへと戻っていく。さーて、今日もいろいろ助かった。帰ろっか。あ、お米ももらっていくね。ちょうど切らしてて困ってたの。言うが早いか、ルミカさんは持参していたビニール袋にうちの米をバサバサと入れてカバンに収めた。そのついでに砂糖や塩も何も言わずにビニール袋に入れてるのを私は見逃していない。そのままルミカさんは重たくなった自分のバッグ複数を抱え、二人の子供たちとご機嫌で帰っていったのだった。やっと帰った。というか、私を人よしすぎる？だけど、ルミカさんは10代の頃、未婚のまま第一子を産んで、さらに昨年は第二子まで。お金もなく、心細い思いをしているのかもしれない。
私と後期は子供がいるとはいえ、ありがたいことにお金に困っているというほどじゃない。だから、縁あって義姉妹という関係になった人を少し助けてもいいんじゃないかと思っていた。だけど、そんな仏心を出したことを私は後々悔やむことになるのだった。ルミカさんが頻繁にうちに訪れては、食べ物や飲み物、子供服などを持って帰る日々は続いた。食べ物など買いだめがたくさんあるものはまだいいものの、子供の服や小物などはいただき物もかなり大量に混ざっているため、くれた人に申し訳なく、どうにかせねばと考えていた。だけどルミカさんはマイペースに我が家を訪れて、子供と共に飲み食いをし、いいものがないか物色していく。ねえ、ルミカさん、もしかして生活に困ってるの？は？何いきなり。困ってないけど。今日もルミカさんは家にやってきて、ダイニングテーブルで我が家のお菓子を広げつつ、私が買った雑誌を読み、スマホを充電しつつくつろいでいる。そんな義妹の姿に絶望した私は、言いたかったことを言ってみることにした。だけどね、うちでご飯を食べられるだけ食べていくし、お菓子も食べられるだけ食べていくじゃない？それに、お米も調味料も、それだけじゃなく服や雑貨も持ち帰るでしょ？困ってるのかと思ってもおかしくないでしょ？私は問い詰める気はなかったけど、日頃の我慢が溜まっていたからか、どうしても疑問形が多くなってしまう。それにへそを曲げたのか、ルミカさんはテーブルをバンと叩いた。ちょっと、なんなの？私がずうずうしい人みたいに言って、お姉さんって兄弟の情とかないわけ？子供たちが起きるから。私の子供がお昼寝中だったため、ルミカさんも子供をリビングの向かいの部屋で寝かしつけ、存分にくつろいでいるところだった。小さいとはいえ、子供たちに少しでもギスギスした空気を感じ取ってほしくない。だから私はお昼寝タイムに話を切り出したんだけど。何が子供たちがよ。子供とお姉さんが二人きりで煮詰まって大変だろうと思って訪ねてきてやってんのに、その気持ちを素直に喜べないわけ？人間性終わってない？ルミカさんは構わずバンバンと机を叩いてまくし立てた。だけど、うちのものをあまりにも持ち帰るから、ちょっとはおかしいと思うじゃない？持ち帰ってんじゃないの。借りていってるの。そもそも服やなんかは大事にしまっておくだけじゃない。宝の持ち腐れ。うちの子供たちが使ってやってんのに感謝するどころか言いがかりつけるなんてさ。言いがかりじゃなくて少しやりすぎじゃないかしらって意見を言っているのよ。普通は血のつながった姉妹でもこんなことはやらないわ。子供たちの教育上良くないだろうし、ちょっと考えてみてほしいの。私は必死で角が立たないよう気をつけてせめて伝えてみたけど、その気持ちはルミカさんには通じない。ああ、そうなんだ。そんな風に思ってたなんてね。お姉さんは私のことを悪者にするんだ。じゃあこっちも出方を考えないとね。出方って？だから、私の実の父親に頼もうかなってことよ。父親は組長だから忙しいけど、下の人間ならすぐに動かせる。そしたらひどいことになるから。ケタケタと笑ったルミカさんは、すぐにねちっこい目で私を脅すように睨みつけた。どうする？標的はお姉さんだけじゃなくて、あなたの可愛い小さい子や大事な夫にすることもできるけど。そんな、どうしてそんな脅しを。私が顔を青くすると、ルミカさんはふふんと偉そうに笑って立ち上がる。脅されたくなかったら、私がやることにいちいち文句つけないでよ。はあ、気分が下がったから帰ろっかな。ルミカさんは散らかったテーブルの上を片付ける素振りも見せず、リビングからドタドタと出て行った。私は脅されたことで意見すら言えなくなったことが悔しくて、見送りに出る気にもならず、その場に座ったままでいる。すると、しばらくしてから、子供たちを無理やり昼寝から起こして連れ帰るらしいルミカさんの高笑いが聞こえた。おとなしくて気が小さい義士ができてラッキー。これからもよろしくね、お姉さん。
直後にうちの玄関が閉まる大きな音。多分、彼女の来訪を拒否しても、大きな組の組長だとかいう実の父親の存在を匂わせて上がり込むつもりだろう。いつまで搾取され続ければいいのか。義実家との関係に気を使って、夫には今まで相談せずに来たけれど、潮時かもしれない。だけど、相談したとして、彼女の脅しの前で何ができるのか。私が悶々と考えていると、向かいの部屋で我が子が起床してぐずる声が聞こえた。はいはい、待ってね。なるべく穏やかな声で部屋に向かい、我が子を抱き上げた瞬間、私は驚きで固まった。え、何これ？昼寝用の布団を敷いた奥にあるクローゼットが全開にされて、中の引き出しも全部開けられている。引き出しの中身は私の衣類だ。それがほとんど空になっていた。しかも、私のバーキンがない。私が仕事でそれなりの成果を収めたご褒美にと、以前自分で買ったバーキンをクローゼットの上の棚に保管していたのに、それもなくなっている。嘘でしょ。まさか。私は慌ててスマホを手に取ると、ルミカさんに電話をかけた。はい、もしもし？あ、ルミカさん、私の服やバッグ持って行ったでしょ。は？何その言いがかり？怖いんですけど。彼女は家に歩いて帰る途中なのか、電話の奥で足音と大量の荷物が揺れるガサガサという音がする。言いたくないけど、あなた以外考えられないの。今ならこれ以上責めないから返しに来てちょうだい。だから、お姉さんの服やらバッグなんて知らないって、言いがかりつけんなっつーの。わかった。無実を証明するためにうちに引き返してきて。それが嫌なら今から私が追いかけて。うるせえな。これ以上グダグダ抜かすとマジで父親に言いつけるからな。突然、ルミカさんの口調が粗暴になった。驚いた私が言葉に詰まると、電話口でもわかるほどの見下すような笑いを含ませながら、ルミカさんはさらに続ける。親父を今すぐにでも呼ぼうか？それが嫌なら弱者は黙って私に貢いでりゃいいんだよ。わかったな？怒鳴るように念を押すと、ルミカさんは電話を切ってしまう。私は驚いて呆然としてしまった。だけど、まるで泥棒に入られたかのようなクローゼットのありさまを思い出すと、どんどんと腹渡が煮えくり返ってきた。クローゼットを再び見に行くと、私の一丁羅とバーキンは、やはり見事に持ち去られている。こんなのは泥棒と一緒だ。今まで生活に困っているのかもと、許容してきたこちらの優しさにつけ込んでこんなことまでするとは。絶対に許せない。いや、許しちゃいけない。父親の立場を匂わせ、脅して好き放題するなら、こっちも精一杯戦うまでよ。私は闘志を胸に秘めつつ、その日の夜は今か今かと夫の帰りを首を長くして待っていたのだった。ルミカさんが私の服やバッグを取って行ってから3日後の週末。私は今までで初めてルミカさんを自ら家に招いていた。なんなのよ、急に呼び出して。子供たち預けてから来いとか言うし、子供が心配だから早く帰りたい。この前の服とかバッグを取っていったっていう話なら濡れ衣だからね。ルミカさんはそれまで毎日うちに来ていたというのに、バーキンを含む私の持ち物を取って行ってからというもの、音沙汰がなかった。これはやはり後ろめたいことがあるに違いない。その証拠に今だって普段ほとんど目をかけていない子供を気にするふりをして家を出て行こうとする。まあまあ、ルミカさん、子供たちがいない間にしかできない話もあるでしょ？は？そんなもんないけど。つかもう帰りたい。渡すもんあるからって言われたから来たけど、さっさとちょうだい。もらえるもんなら何でももらって帰るから。目は泳いでいるけど、ルミカさんはきちんと手を突き出した。それでこそずうずうしいくれくれさんだ。彼女をこの口実で呼び出したのは間違いなかった。渡すものはね、これよ。私は用意していた書類をルミカさんの手のひらの上に力強く乗せた。
何これ？内容証明？そう。まあ正確に言うと内容証明の草案ね。私が心を込めて作ったの。私の家から物を持ち出したことについて、すぐさま返却しないなら訴える旨が書かれているわ。確認してもらえるかしら。私はさすがにルミカさんの所業を見過ごせないと、プロに頼ることにしたのだ。多少お金はかかったとしても、確実に私へのたかり行為をやめさせるためだ。返却しないと言うなら、弁護士さんに依頼して、これを元にした内容証明をあなたに送ってもらう。楽しみにしてて。弁護士って、あんた必死すぎない？てか引き受ける弁護士なんているわけないじゃん。証拠もないのに、私を犯人に仕立て上げようとしてるのに。冤罪よ冤罪。逆に訴えてやる。証拠もないのに私が動くと思う？あんまり甘く見ないでね。まだ余裕そうにニヤニヤ笑うルミカさんの目の前に、私はツイッとスマホを突き出した。何よこれ。うちはね、子供のお昼寝中、別の部屋にいるときは必ず見守りカメラをオンにしているの。その映像よ。私はスマホに転送した見守りカメラの映像をスタートさせた。もちろん、日付は3日前のもの。そこにはバッチリと、ルミカさんがクローゼットから私の服をバーキンに詰め込めるだけ詰め込んで持ち出すところが映っていた。やだ、盗撮じゃん、信じらんない。すぐ消せよ。何が盗撮よ。私はただいつものように見守りカメラをつけていただけ。そこに偶然あなたが私の持ち物を持ち去ったという証拠が記録されていただけよ。動かぬ証拠を前に、ルミカさんはぐぬぬっとうなって唇を噛んだ。ルミカさん、今回は出来心でやったと信じて物を返してくれたら訴えない。もちろん、今まで借りると言って持って行ったまま返してくれない子供のものもね。私が冷静な声で伝えると、悔しそうにしていたルミカさんは、急にハッとなってまた不敵に笑い出す。そんなこと言っていいわけ？私の実の父親の存在忘れたの？ルミカさんの下り顔に、私は、出たと言いたいのをぐっとこらえた。実の父親の存在？何だったかしら。とぼけないでよ、ビビってたくせに。私の実の父親は、怖い組の組長。この家の場所を教えたら、下についてる人間引き連れて、お姉さんの人生を家族もろともめちゃくちゃにできるんだからね。その文言で、私を黙らせるつもりのルミカさんは、急に生き生きしだした。確かに、今まではルミカさんの言う怖い組をまとめる組長であるジップの存在を鵜呑みにしていたけど、ルミカさんの実のお父さんが何だって？突然聞こえた声で、ルミカさんは固まった。ちょうどいいタイミングでダイニングに入ってきたのは、うちの息子を公園で遊ばせ、昼寝の寝かしつけまで終えた夫、後期だった。ゆりから事情を聞いて驚いたよ。これまでうちに入り浸って、借りるだけと言ってはいろいろ持ち帰ってたんだって？まあ、入り浸ってたというか、仲良くしてたわよ。義理の姉妹として。義理の兄が登場するとは思っていなかったのか、ルミカさんは明らかに動揺した。だけど、彼女の勢いがそこで止まるはずもなく。っていうか、お姉さんには本当に借りてるだけ。あのバーキンも服も全部借りてるだけなんだから。ね、お姉さん。すごい剣幕で私を睨みつけたルミカさん。同意しないとまた脅されるのだろう。だけど、私にはもうルミカさんに屈する理由はなかった。貸すことにも同意してないわ。それに、前々から借りると言って持って行った息子の服やおもちゃ、一度も返してくれたことないわよね。ここらが潮時よ。ちょっと、お姉さん忘れたの？私の怖いジップのこと。私に強気で出られたことにカチンときたのか、ルミカさんは低い声で凄んでくる。それに割って入ったのは夫の後期だった。ちょっと待って、怖いジップって？だから、お兄さんは知らないだろうけど、私の実の父親は有名な組を牛耳る怖い組長なのよ。
母親があなたの父親と再婚した時は家を出てたお兄さんには詳しく話してなかったけど、ふふんと笑って、後期まで脅すように話すルミカさんに、後期は首をかしげた。おかしいな。ルミカさんのお父さんは普通の会社員だろ？え？後期が実の父親の情報を知るはずないと高をくくっていたらしいルミカさんは、後期に言われてさっと顔を青くした。私の父親のことなんてお兄さんは知らないでしょ？適当なこと言わないでよ。実は、ルミカさんの実のお父さんと僕、面識があるんだ。なんでよ。僕が結婚する前のお正月、帰省した時に実家の前で心配そうにうろうろする男性がいたんだ。声をかけたら、お母さんの元旦那さん。つまり、ルミカさんのお父さんで。はぁ？あの親父何勝手に人の家の周りうろついてんだよ。声を荒げたルミカさんに向かって、後期はにっこりと微笑んだ。どうやら、虚言癖があってサボりまで、嫌なことは何でも人に押し付ける実の娘が新しい生活環境でうまくやってるか心配だったみたいだ。それで様子を見に来たって言ってたよ。実の父親からすごい言われようね。私がどんびいた声を出すと、後期は私に向き直った。ルミカさんのお父さんには警戒しておきますと約束したんだけど、まさか昼間にうちに頻繁に上がり込んでるとは。より仕事で忙しくしてて気づかなくてごめん。私こそ義理の姉妹は仲良くすべきと思って何も相談しなかったから。私たちが微笑み合うと、ルミカさんはイライラと舌打ちをする。何よ。親父はサラリーマンかもしれないけど、組長っていうのは本当なんだから。何が虚言癖よ。どこの組の組長なの？私が詰め寄ると、ルミカさんは目を泳がせていた。けれど、ルミカさんのジップと顔見知りであるという後期も、ん？と言って圧をかけると、とうとうぼそりとつぶやいた。町内会の。まさかの回答に、私は一気に脱力する。町内会を誇張表現して怖い組とは、それに一時的に騙された我が身が情けない。それは、組長じゃなくて会長ね。とりあえず一番突っ込みやすいところを突っ込むと、ルミカさんは急に切れてテーブルをバンバンやり出した。だいたい返せって言うけどさ、あなたも盗品使ってたんじゃないの？なんで1階の主婦がバーキンなんて買えるのよ。あと子供服もあんなブランド品だらけなんてありえないから。心外ね。バーキンはちゃんと自分で買ったし、子供服もお友達からお祝いや記念でいただいたものなんだから。嘘ばっかり。弁護士をどうのって話もはったりでしょ？そっちが虚言癖じゃん。盗品じゃなくても、どうせ全部偽物だろうし、このまま引き取ってあげる。感謝してよね。どうしても私や子供の持ち物を手放したくないのか、ルミカさんは必死にまくし立ててそっぽを向いた。だけどまだまだ余裕がある私はわざとらしくため息をついてみせる。子供服は仕事関係で知り合ったお友達の経営者の人たちがくれたもので、うちの息子が来たところを見たいって言ってくれてるのよね。返してくれないと困るんだけど。は？経営者の友達？なんでお姉さんにそんなリッチな友達がいるわけ？まだ信じきっていないルミカさんは半笑いのままだ。そんなルミカさんに向かって、夫はにこやかに自分のスマホを差し出した。こう見えて子供を授かる前、ゆりは一流商社のトップ営業だったんだよ。ほらこれ。ゆりの隣にいる人、テレビとかで見たことあるだろ？後期のスマホを覗き込んだルミカさんの目があっという間にまん丸になっていく。わ、有名人とのツーショットばっか。え、マジで友達なの？嘘でしょ？ありがたいことに本当よ。だから、あなたが持って行った子供服は、本当に彼らが心を込めて送ってくれたものだし、バーキンももちろん自力で買った本物。そうなんだ。なんかやたらといいものがある家だなーって思ってたんだけど、すごいじゃん、お姉さん。笑ってごまかそうとするルミカさん。だけど、
私はもう逃がすつもりはない。ルミカさんの方へ身を乗り出して、私は彼女をじっと見据えた。借りるなんて言って、やっぱり返す気がないんじゃない。もう許せない。民事になるけど、必ず訴えてやる。こっちはあなたと違ってはったりじゃない。ちゃんとしたつてがあるんだからね。すみませんでした。ちゃんと返すから、訴えるのだけはやめて。うちにももうできんよ。泥棒はお断り。わかりました。やっとルミカさんにはっきり言ってやれて、私はかなりすっきりした。それでも、ルミカさんはまだ未練がましそうにキッチンの方へチラチラと視線を送っている。食品ももう金輪際渡さないわよ。私が仲良くしている優秀な弁護士さんに徹底的に追い詰めてもらいましょうか？違う。米や調味料なんて欲しがってない。すぐに帰る。帰るから私を訴えるんじゃない。ルミカさんはそう叫ぶと、我が家から方法の体で逃げ出していったのだった。その後、私のバーキンや服、子供への贈り物は義母を通して無事に返された。だけど、借りると言って持って行かれてから時間が経ちすぎたものは、なんと転売されていたらしく、子供の服やおもちゃで戻ってこなかったものが一部あった。もちろん、売られてしまったものは行方を追いようもなく。だけど、事情を知ったルミカさんの母親が、ルミカさんに雷を落とした。お母さんは私に品物の大体の見積もりを取ると、ルミカさんに返済を義務付け、自分が見張ると買って出てくれたのだ。どうやらルミカさんがくれくれしていたのは私だけではなかったようで、ルミカさんの子供たちが通う保育園の保護者の中にも、ルミカさんの標的になった人がいた。私のことでこってり絞られているのとほぼ同じタイミングで、園の保護者が被害を訴え出たそう。それにはお母さんもびっくりで、めまいを起こしながらも、ルミカさんに2度目の雷を落とした。保護者の人たちにも、私と同じように、返せるものはきちんと返し、転売したものは弁償、という形になったらしいけど、私は、ルミカさんが弁償を逃れるかもしれないと睨み、事前に、逃げたら有能弁護士をすぐさま雇って居場所を特定し、必ず訴える、と釘を刺しておいた。弁護士でも限界はあるし、民事で訴えたとしても、大した金額は返ってこないだろうけど、訴えられるということにビビりまくっていた彼女にはいい脅しになったみたい。多額になった弁償金をきちんと返し続けている。ルミカさんの子供たちは、もともとそんな母親があまり好きじゃなかったらしい。うちに来ていた頃も、子供には無関心な人だと思っていたけど、我が家に入り浸っていない時間は、子供だけを家に残して、外で遊び回っていたそう。しかも、その資金は、転売のお金のみならず、子供たちへの養育費や、一人親家庭への手当にまで手をつけていたというのだから驚き。結局、本人たちの希望もあって、子供たちは義両親のもとへと引き取られることになったらしい。もちろん、住所も別になるため、養育費や手当はルミカさんに振り込まれなくなる。子供たちの父親は、もともと子供が可愛いというのもあって、相場より高い養育費を払っていたとのこと。今後も成人まで引き下げるつもりはないと聞いて、それだけは私も安心している。そしてルミカさん本人は、今まで無職で遊びほうけていたみたいだけど、急に当てにしていたお金もなくなり、しかも払うべきものは多重にあるという状態になった。今や彼女は生活するのに必要最低限のものしか置けない、小さなボロいアパートで一人孤独に暮らし、朝晩仕事に明け暮れている。私はというと、産休の終わりが見えてきて少しワクワクしているような、息子と二人きりの時間が惜しいような複雑な気持ちでいる。だけど私の産休が明けたら、夫の後期が育休を取って息子の育児をしてくれることになっている。二人が安心して暮らせるよう、子供を産む以前よりもバリバリ働いて成績を残すつもりでいる。後期の実家とはルミカさんの一件以来、親しく付き合うようになった。特に血がつながらないとはいえ、年の近いいとこがいるということで遊びに行くのを息子も楽しみにしている。義両親も子供好きだし、いつでも預かるからと言ってくれた。
これは元バリキャリとしてはとてもありがたい申し出だ。何でも一人で抱え込みがちだった私だけど、結婚と妊娠、出産を経て家庭をきちんと回すには、誰かを上手に頼らなければならないということも学んだ。仕事も大切だけど、愛する息子と夫がいる家庭が一番大切だ。これから夫とは何でも話し合い、人生の荒波を3人で一緒に乗り越えていきたいと思っている。